SI 王様。皇后様が宝儀宮で宴を設け、ご帰還を祝われています。行かれないのはともかく、なぜこの共同墓地に。七母草。3年かけて育つ。甘露の時だけ。この2日間に現れる。しかも腐った死体にしか生えない。時期を逃せば、再び探すのは難しい。見つかった。助けて。おう。卑弥呼、この女の身元は不明です。なぜわざわざ苦労して彼女を助け、こんなに貴重な七母草まで使ったのですか？七母草の薬性は不安定。試薬が必要だった。彼女の運が良かっただけだ。なるほど、彼女を練習台にしたのですね。柳お嬢様の体質を治すために。ここはどこ？あなたたちは誰？何をするつもり？大胆な。目の前にいるのが誰だかわかっているのか。武器を下ろせ。木のかんざし一本で。男2人を脅せると思うのか。顔の傷はもう消えている。傷もほぼ治った。もう行ってよい。私の顔の傷、本当に消えた。父上、見られなくて残念です。卑弥呼、この女はどうして泣いたり笑ったりしているのですか？気が狂ったのではないでしょうか？もしかして七母草の副作用か？それなら、まず彼女を衣館から連れ出しましょう。ここは衣館か。では彼は、あなたが異中戦のヤンフーイー先生ですね。コーナゴソングヤを僭越ながら、雲先生のお力をお借りしたい。異中戦ヤンフーイーは医術に優れているだけでなく、その経歴も深く、朝廷の役人でさえ、彼に3分の敬意を払う。もしかすると、彼は父の仇を討つための天の導きかもしれない。私に何をしてほしいというのか。お願いします。助けてください。SI 王子の王妃にジアンナンオモがあれほどギアオ SI 人に嫁ぎたがっているなら、彼から手をつけよう。 SI 王妃になることが権勢を振るう陳国公に対抗し、父の仇を討つ唯一の道だ。顔が治ったらすぐに高嶺の花を目指すとは。また俗物か。夢物語だ。お前を救ったのは薬の無駄だった。雲先生。出て行け。誰が来て。助けて。大丈夫か？私、お腹がすごく痛い。どうやら産気づいたみたい。お願い、誰か。助けて。殿、どうしましょう。私たち、出産の手伝いなんてできませんよ。すぐにサンバを呼んでこい。急げ。痛い。間に合わない。破水してる。もうすぐ生まれる。早く彼女をベッドに寝かせて。でも。何本やりしてるんだ。早く手伝え。頑張れ。怖がらないで。私、出産の介助は慣れてるから。これまでに7、8回は手伝ったことがある。本当に。昔、家の牛や羊、豚の出産は全部私が手伝ったんだ。
殿、サンバが来ました。怖がらないで。もし痛かったら私を噛んで。私も一緒に痛がるから。キアオエスアイチェン。こっちへ来い。痛い。皇后様、またあなたを叩いたの？ほら、薬を塗るとすごく痛いから我慢してね。でも、もし我慢できなかったらどうしよう。ほら、もし我慢できなかったら私を噛んで。父さんが言ってた。兄弟なら義理と人情を重んじろって。私がお前の親分だから一緒に痛がってやる。噛め。まるで雲泥の差だな。奥様、よかった。ついに産気づきました。苔は3代続けて男の子1人だけ。尋常が反映しない。それなのに、この奥様と来たら、もう2人も女の子を産んで。この3番目の子は、ご先祖様、神仏の皆様、どうかこの3番目の子を、どうか右下に男の子を授けてください。なんなんで、もう痛みで死にそうだ。この胎児は大きい方と小さい方。どちらか一方しか助けられない。では、これは男の子か女の子か。どうやら男のお子様のようです。よかった。小さい方を助けろ。絶対に子供を助けろ。姉さん、どうか私の大事な子を待ってくれ。子供はまた作れるが、妻は一人しかいない。それに、子供の頭が大きすぎて引っかかっている。おそらくもう窒息している。じゃあ何をグズグズしてるんだ。腹を切り焼けばいいだろう。歌い牛を渡るのを見たことないんだ。それはできません。どけ。必ず息子を無事に産ませるんだ。包丁で妻の腹を生きたまま切り開く？それでも人間か？余計な世話を焼くな。どけ。息子の誕生を邪魔する奴は、誰であろうと命はないと思え。殿、ご助力ありがとうございます。もう一歩でも前に出たら容赦しないぞ。きみこ、そうさん、お助けいただきありがとうございます。母子ともに無事でございます。このご恩は一生忘れません。結構です。弱い者いじめの腰抜け目。奥様、もう遅いので帰りましょきみこ、そうさん、ではこれで失礼します。あの男が彼女を切り裂こうとしたのに、一緒に帰ろうとするなんて。次は、命を懸けて助けるような馬鹿はいないわ。口は悪いけど心優しいね。一番助けたのはあなたでしょう。何をするんだ。きみこ、今日は苦楽を共にしましたね。もう友達ってことでいいですか？友達。燕国の立法では、民家に無断侵入した者は、家主が切ってから届け出てもよい。よし。ヤンフーイー。唯一の希望なの。どんなことがあっても、諦めないわ。午後ここに窓があるのを見つけておいてよかった。
まあ、きみこ、こんな遅くに。まだお休みになっていないんですか？ 3、2、頭は良くないくせに、悪知恵は働く。親分。お誕生日おめでとう。毎年一緒に。誕生日を祝うって約束したのに。私は一度も破ったことない。約束を破るのは、いつもあなたの方だ。風邪が治ってないんだから、わざわざ見送りに来なくていいよ。早く帰りなよ。君は俺の唯一の友達だ。父上について出世するなら。当然見送りに来るさ。この探検は鉄も切り裂く、護身に持っていけ。ヒアオエスアイチェン、今日は俺の誕生日だ。帰ってきたら祝ってくれよ。その時は親父が、隠してる良い酒を盗んでくるから。春草は来年も緑。君子は帰るや帰らざるや。君子、お休みですか？入ってこい。卑弥呼、先ほど屋敷から飛脚が、皇后様が午後、屋敷に使いを出され、長らくお会いしていないと。大変お慕い申し上げ、宮中へお招きしたいと存じます。わしは急な風邪で体調が優れず、宮中へ参上できぬと伝えてくれ。皇后様のご包帯を煩わせる恐れがあるからな。はい。王様、聞きました。ジアンナ王が宝儀宮へ、皇后様と囲碁を打ちに行き、まだ戻ってきておりません。このタイミングで皇后様がお招きになるのは、あの大切な冥後様との縁談を進めようとしているのでは。王様、あのジアンナ王という、傲慢で無能なお嬢様が、どうして王様にお似合いでしょうか。それに、王様のお心は全く男女の情愛にはなく、この数年、南西北戦し、3度も藩王の乱を平定され、郷土の敵軍を国境からよりも撤退させられました。このような格々先行は、すべて権力を得るため、当時のビブの事件を、調査できるようにするためです。部下が出現いたしました。王様どうぞお攻めください。兵営に戻れ。自分で20回の杖罰を受けよ。はい、人前では必ず慎んで言葉を慎み、王様の長年のご計画を裏切ることはございません。そうだ。あの女はどうなった？王様、戻る途中。ソングヤオが小道を歩いていくのを見かけました。分別があるな。行け。老犬士官、聞きたいことがある。おや、なんて綺麗な小娘さんだ。どこの酒場の砲台？お店に応援に行くよ、じいさん、金ができたんだ。陳国公のご令嬢から、大金をいただいたんだ。ジアンナンゴモから。なぜジアンナンゴモが金をくれたんだ？なぜならな、あの娘に偽造した。検視報告書を渡したからさ。ただし、絶対に、口外するなよ。聞くが。漁師のソングさん SI の検視報告書か。どうして知っている？絶対にデタラメを言うな、もし。陳国公のご令嬢の耳に入ったら、おいじん、君は、
このじいさんの書く次の検視報告書の対象になるぞ。じいさん、ただ教えてくれ。ソングさん SI の遺体がどこにあるか。この銀はお前のものだ。これ。上質な女児酒を10壺も飲める量だ。困らせないでよ。宋34の遺体は、とっくになくなった。どういう意味？宋34の遺体に何かあったの？これは私のせいじゃない。私の偽証状には、彼が川に落ちて溺死したと書いてある。その後、陳国公の令嬢が命じて油をまき、火をつけ、宋34を灰にしたんだ。はいは？下人が植木鉢に入れて持ち帰ると言っていた。肥料にするって。この小娘、なかなかやるな。公蘭宿。どんな代償を払おうと必ずや血の償いをさせる。おば上。4王を宮中に呼ぶと約束したじゃないですか。わざわざ2時間もおめかししたのに彼は来なかった。この落ち着きのない性格、本当に直さないと。これじゃ将来、王府の守護としての風格がまるでない。おば上、将来、本当に4王妃になれますか？もちろんよ。今の王子たちの中で、平権を握っているのは小4たつだけ。先行も輝かしく、皇帝の信任も厚い。彼が東宮に入り、帝位を継ぐのは時間の問題よ。我ががうちの娘は、当然ながら豪位に上り、天下に君臨する。おば上の言う通りです。おば上が采配を振るえば、この大燕国の高級の主は、必ずや代々、我がだけのものになります。でも小四神は、今、私に会おうともしない。彼の心は、王府で飼っているあの病弱な狐のせい、に奪われてしまったの。小四神、波東大の王。で、成人の霊も早く済ませている。側室が何人書いても普通よ。むしろあなた、堂々たる陳国公の令嬢が、あんな場違いな猫や犬に嫉妬するなんて、みっともないわ。おば上にはわからない。劉雲芸は普通の側室じゃない。聞くところによると小四神が、2年前、戦場から救い出した孤児らしい。とても大切にしていて、彼女のために1000金を費やし、随分と気を使っている。彼女が何か官室にかかっているからって。おば上、どうしたの？その、劉雲芸が、官室にかかっているって、その情報は確か。多分確かだと思います。4王府に患者を仕込んでいます。情報が不確かなら、彼は報告しに来られないでしょう。まさか彼女じゃないよね？いや、ありえない。おば上。おば上は今日少しお疲れのようです。お休みになります。あなたも離れの方に戻ってお休みなさい。はい。皇后様、お体の具合はいかがですか？どうなさったのですか？お顔色がとても悪いです。あなた、今夜中に陳国公府へ行きなさい。元宮の工場を伝えて。兄上に必ず急いで私に会いに来るようにと。はい。本当に厄介なやつだ。陳国公府の金づるか、またわざと、本王に近づく患者か。怖がらないで。痛かったら私を噛んで。私も一緒に痛がるから。やっぱり、
まずはっきりさせよう。きみこ。何をしているんですか？あ、この変態。誤解です。死にたくなければ、さっさと出て行け。あら、あなたって人。どうしてあなたみたいにひどい人がいるんですか？さっき外で、なんと私の胸を触った。それに脅しまでかけて。黙れ。あなた。四王様があの女が寝ている間に触った幻覚。きっと幻覚だ。そうだ、まだ目が覚めていないんだ。戻って、もう一度寝よう。あなたって人、待ちなさい。あなた。ドアを開けなさい。入るわよ。まさか、私の美貌に目がくらんだのかしら。よくもまあ雲不意、表向きは。立派な君子風を装いながら、実際は心の中では企んでいること。誰よりも汚らわしい。でも、彼が私を上司たつに嫁がせるのを手伝ってくれるなら、父の仇を討つために、この身を捧げることになっても、私は覚悟を決めた。何をするんですか？きみこ、私。あなたと取引をしたいんです。きみこが、私が小子人に近づくのを手伝ってくれると約束してくれるなら、四王妃になるために、今夜、私はしっかりときみこにお仕えします。そんなに怖がっていながら、まだ強がるのか。どうやってお仕えするんだい？そうよ。しっかりしなさい。何を緊張しているの？ヤンフーイってのは結局、男なんだから食べられたりしないよ。それに、仮に人食いの凶暴な獣だとしても、父のためなら、もう戻れないんだ。ソングヤオ。恥知らずってわかる？父が悪人に殺されたのに、恥知らずが何の役に立つ？何を？ヤンヨウ。ついにわかりました。申し訳ございません、お嬢様。何も見てません。お忙しいところ失礼しました。では失礼します。終わられましたらお呼びください。待て。服を持っていけ。すごいね、たった3日で。うちの王様を落としそうだ、あのリュウヤンエナイは。2年間屋敷にいて王様の手にさえ触れたことないのに。ぼーっとしてないで、要件は。お嬢様、H. イービンの行方がわかりました。彼はウエスライと名乗り、
ずっと都に潜んでいました。12年前。大将軍ルグベンキャオとその配下のドゥグカ軍、合わせて149名が、ヤンミネに追い詰められ、生きたまま焼き殺されました。しかしその後、見つかったのは148体の焼死体だけでした。H.E. ビンはその中で、唯一生き残った人物です。血をえぐるように、彼を見つけ出せ。はい。ヤンフーイ。私を追い出そうだなんて無理よ。ソングお嬢様、うちの若様がおっしゃるには、ユイカンでは遊び人は養わないそうです。今日中に、この冊子の13種類の薬草を揃えてください。一種でも足りなければ、もう戻ってこなくていいです。たかが13種類の薬草じゃない。この私が1日で全部揃えてやる。また一つ。お嬢さん。いた。これはクロウサソリに刺されたんだ。毒がすぐに回るよ。でもクロウサソリが出るところには、5歩以内に必ず解毒薬がある。これだ。大丈夫、すぐ治るよ。恩人様、ありがとうございます。私はゾングヨウと申します。恩人様、お名前を伺ってもよろしいでしょうか。ほんの些細なことです。恩とは言えません。ウエスアイと呼んでください。私はこの村の農民です。普段はあまり出歩きませんが、今日お会いできたのはご縁ですね。とても精巧な人形ですね。これのことですか？これは娘のために買ったものです。彼女は早産児で、体が同年代の子よりずっと弱いんです。彼女に長旅をさせたくなくて、先生の家に預けているんです。明日、帰ってきます。お嬢さんはあなたのようなお父さんがいて、本当に幸せですね。ただ彼女が一生、平穏で健康でいてくれればそれでいい。そろそろ時間ですね。先に失礼します。この森には毒蛇や毒虫が多いです。ソングさん、道中お気をつけて。恩人様、ありがとうございます。薬指と親指の付け根にタコがある。これは長年刀を握っていた者にしかできない。それに、農民は長年工作して。通常は上半身がよりたくましく、背中も厚いはずだ。だが彼は下腕がしっかりしていて、両足が発達している。薬の知識さえある。どうやら、このウエスアイは、普通の農民ではないようだ。彼が誰だろうと、どんな身分だろうと。私の声を救ってくれたのだ。私の命の恩人だ。大成功だ。ヤンフーイ。ただいま。
これはウエスアイが彼の娘にあげたものじゃないか。なぜここに？ SI 殿下。どうかお手柔らかにお願いします。今回だけは見逃してください。SI 殿下。キアオ SI チェン。SI 殿下キアオ SI チェン。大燕国の腐敗の戦神、玉面の閻魔。噂以上に。現実は噂以上に恐ろしそうだ。やはり、ウエスアイは普通の農民ではなかった。HE 便。随分と探し回らせてくれたな。SI 殿下。かつて私が勝手に逃亡したのは、ただ、この命を保ち、平穏に、ただ生き延びたかったからです。12年が経ちました。竜部分は、とっくに過去の話です。お願いです。どうかお見逃しを。12年、雲霊の焦土は今も血の匂いがする。夜中に夢を見るたび、彼らに会ったことはあるか？王様、もしあなたが、この逃亡兵を処刑したいなら、文句は言わない。お前の命など、この本王には一分の値打ちもない。ただ不思議なのは、あの時ルブ将軍が、謀反を露見させて、朝廷は5000の精鋭を送り、包囲網を敷いた。お前はただの下っ端の行為に過ぎない。どうやって包囲を突破し、無事に逃げ延びたのか。誰が手を貸した？なぜ助けた？王様、私は、おえ。まずは陳国公府の財布を隠し持っていた。今晩またここに現れた、ソングヤオ。本当に命知らずだな。王様、すでに捜索しました。あの裏の森は。何もありません。12年も生き延びてきたのだ。必ず命を守るものを持っているはずだ。探し続けろ。はい。よかった、早く逃げて。もしキアオ SI チェンに捕まったら、あだを打つ前に命を落としてしまう。ウエスアイはもう死んだ。キアオ SI チェンは、彼の娘を見逃すだろうか。恐ろしい人だ。何が恐ろしい？私がキアオ SI チェンに遭遇したことは、絶対にヤフーイに行ってはいけない。もし彼らが瞳だったら、私、罠に自ら飛び込むようなものだ。なんでもない、なんでもない。さっき森の中で一匹の、すごく凶暴な狼に遭遇して、もう少しで死ぬところだった。私を畜生呼ばわりするなんて。キミコ、これはあなたが探してくれと頼んだ薬草です。13種類、一つも欠けていません。任務は完了しました。私、ここに残れますよね？あなたは有名なヤンフーイーようですもの。私のような弱い女に約束を破ったりしませんよね？私が四王子妃になれるよう助けてくだされば、どんな任務でも完遂します。鏡でも見てごらん。キアオ SI チェンは。そこまで飢えていないだろう。ああ。キミコ。ええ、私ですが。もう一つお聞きしたいことがあるんです。小四達。彼はどんな人なんだ？君はずっと彼に思いを寄せてたんじゃないか。どうして逆に私に聞くんだ？私はただの一介の庶民で、確かに。小四達に憧れてるけど、彼のことは、実はよく知らないんだ。大燕国の戦神小四神。戦場では人を切りまくる。あの鎧を脱いだとしても。彼は教州講義士の総指揮士だ。講義士。18層地獄より恐ろしい。生きることも死ぬことも許されぬ場所。しかも、
講義史の中で、人々が恐れおののく。12の拷問のうち、7つは、小四達自らが考案したものだ。講義士は百官を観察し、天使の命令にのみ従う。法律の規制を受けない。まさか小四達が、講義士の総指揮士だとは。もし公主が、本当に小四達と結婚できたら、私のこの生涯の復讐は、もう望みがなくなる。どうして黙っている？まだ四王妃の座を妄想しているのか？私はずっと四王子に思いを寄せてきた、たとえ他の者から見れば、地に飢えた生ける閻魔だとしても、私の心中では、彼はただ私の意中の人、それだけだ。キミコ、どうかこの縁を取り持って、私を四王妃にしてください。ずっと思いを寄せてきた。この女、本当に嘘ばかりつく。そうよ。最後にもう一度聞く。お前が小四達に近づく。一体何の目的だ？高蘭宿は陳国公の、焼酎の玉。彼女の叔母は今の皇后。運不欲はきっと私のためにこの泥沼に足を踏み入れはしない。さっきも言った通り、私はただ四王子に憧れている。私はただ。黙れ。キミコ。最後に一つだけ、私のためにことを成し遂げてほしい。ことが成就したら。それならば、お前を、キアオエスアイチェンの王妃にしてやろう。ただし、生きて帰って来られるならな。本当ですか？何でもしますからお願いします。明日、凌雲町へ行け。3年に一度咲く壁山蓮を取ってこい。死にたがるなら、送り出してやろう。陳国公、ご到着。美神、皇后陛下にご挨拶申し上げます。皆、下がれ。ロング ER、こんなに急いで呼びつけて。何かあったのか？兄上、リュグーエンキアオと、フェングヤンゼアオの娘、リュグジュウヤオを覚えていますか？もちろん。前将軍とタイツバメ国一の妻女の、愛娘だ。3歳で馬に乗り、両親と共に戦場を駆け回った。10歳で剣を帯びて朝廷に入った。王子や王女たちより威厳があった。残念ながら、デュグエンキアオは敵に通じ、国を裏切った。彼女も生きながら焼き殺された。ロング ER、いきなり。死人をなぜ持ち出す？あのデュグジュウヤオは、死んでいないと思う。今、キアオエスアイチェンの王府で養われている。どこからそんな情報を得た？あの時、デュグジュウヤオは生まれつき、稀な肝腫を患っていた。名医を探し回っても治らなかった。今、キアオエスアイチェンの王府には、リュウヤエナイという女がいる。戦場から救い出した孤児だと言われ、彼女も肝腫を患っている。そんな偶然があるものか。リュウヤン NI が、デュグジュウヤオだと疑っているのか？ええ。母、絶対にありえない。あの時、デュグエンキアオは、フェングヤンゼアオとデュグジュウヤオを、洞窟に隠した。私が自ら兵を率いて洞口を塞ぎ、火を放って焼き尽くした。あの母娘の遺体は、私が自ら確認したのだ。だとすれば、あのリュウヤン NI は、キアオエスアイチェンが、デュグジュウヤオの身代わりに連れてきただけだろう。ロング ER、12年だ。あの時のことは、デュグ一家と共に、塵と化し運命に葬られた。すべてはとっくに決着がついていた。しかしキアオエスアイチェンはこの2年ほど、密かに再調査を始めたようだ。青2歳目が、数年の兵隊経験と講義士の管理で、天をひっくり返せると思い上がる。どんな風波を起こせるか見せてもらおう。聞いて振り返らないで。
嫌だ。生き延びて。ウィルだ。嫌だ。またこのわけのわからない夢か。もう10数年も経つのに。明日。私の代わりに両雲町へ行って、3年に一度咲く壁山蓮を取ってきてくれ。壁山蓮は断崖絶壁の裂け目にしか咲かない。両雲町は特に険しいことで有名だ。薬草を取りに危険を冒す者は九死に一生を得る。幸い私は幼い頃から父と山で育ち岩壁を登るのは日常茶飯事だ。父上、あなたの仇を討つためなら何でもします。この娘は何でも覚悟しています。どうか天にいらっしゃる父の御霊が、この娘を、無事に壁山蓮を取って帰れるようお守りください。君子ソングヤオの正体がついにわかりました。ああ、本当に。彼女があんなにかわいそうだとは。彼女は生まれたばかりで母は難産で亡くなり、幼い頃から父と二人寄り添って生きてきた。しかし父もまた町中で惨殺された。彼女が役所に訴え出ると役人たちに半殺しにされ、捨てられたのは卵巣丘だった。もし運よくあなたに出会わなかったら、きっと。卑弥呼。時間通りなら彼女はまだ両運頂きについていないはず。私が馬を買って急いで向かえば。何に間に合う。この世で身の上話が哀れなものは、彼女ソング屋を一人だけではない。それにこの道は、彼女自身が選んだものだ。どうやら本王が都を離れすぎたようだ。この教習の役所は、しっかり管理すべきだな。直ちに講義士へ教習役所の徹底調査を通達します。ソングヤオ。本王は機会を与えた。この刻だ。宗陽が約束した一日。時が来た。卑弥呼。敵山蓮を。取ってきた。あなたは、約束を破れない。私を、助けてくれなければ。こんなに傷ついて高熱もあるのに。この刻が終わる前に戻ってくるとは。できない。生きていさえすれば。希望はある。なぜ来たの？早く帰って。騎士様に無礼を働いたと。仁王寺は夜明けまでひざまずけとお命じた。見つかったら、
あなたも罰せられる。早く帰って。あの人なんて怖くない。豚のように愚かな息子があなたを階段から突き落とそうとして、自分で足を絡ませて転がり落ちただけ？人に聞かれる。あら。ほら。ねえ。早く食べて。一日何も食べてない。このままでは、疲れ死ぬ前に餓死する。でもも何もないわ。父が言ってた。兵士はよく食べ、よく眠り、生きていなければ、戦に勝てない。小子神、これから何をするにせよ、生きていれば希望はある。彼女の面影が少しでもあれば、何世もかけて得た福。ならば、生きさせてやろう。ここは衣館。よかった、敵残連を持って戻ってきた。まさか雲父が一晩中看病してくれたの？ありがとう。また命を救ってくれた。なぜ彼はいつもこの仮面を？仮面の下はどんな顔なんだろう。こっそり恩人の顔を一目だけ見せて。だから彼はずっと仮面をつけていたんだ。顔が傷ついていたからか。きみこ。見た目は満足。すみません、きみこ、私。きみこ。あ、気をつけて。この薬は2時間も煮詰めたんだ。こぼしたら飲めなくなるよ。私、さっききみこの仮面を外しちゃった。彼、きっとすごく怒ってる。追い出されちゃうかも。うちのキミコの顔、見たの？キミコが仮面をつけるのは、人に見られたくないからだ。君って本当に触れてほしくないことを言うね。今回は私のせいだ。今すぐ謝りに行く、土下座してでも。お嬢様、頼むから余計なことしないで。今は、何も知らないふりをして、絶対に触らないで。キミコの仮面に。誓うよ、二度としないって。じゃあ、彼は、追い出すかな？それは、キミコの気分次第だね。まず薬を飲んで。私はヤンフーイとして教州に潜り込んで何年も経つ。君のような小娘に、どうして見破られようか。もう3日も経った。ヤンフーイの怒りは収まったかな？追い出されないかな？ソングヤオ。追いついてないはず。
走るのが速くてよかった。私を避けてるの。きみこ、私が悪かった。お願い、追い出さないで。敵残連も取ってきたし、あなたは男だろ。約束を破ったりしないよね。誰が追い出すって言った？怒ってないの？何に怒るの？君にだよ。仮面の下の秘密を見たから。仮面？何の仮面？きみこの秘密なんて知らないよ。ましてや仮面の下の顔なんて見たことないし。よし。線香が燃え尽きるまでに身を清めて、私の部屋に来い。これは戦場で敵陣を破る破れ陣曲だ。でもなぜ、こんなに悲しく聞こえるんだろう。不思議だ。なぜ涙が出るんだ？エイチェン、君の破れ人曲、本当に素晴らしいよ。母はいつも私が不器用だと言って、あの破人の曲を800回も教えてくれたのに、弾くとまるで気を弾く音みたいだ。何もかも完璧にできるわけないじゃない、あなたの剣舞だって。威勢がいいとは言えないわ。あなたが言うなら、たとえ私がどこ国ようが、一生破れ人の曲を弾けなくても、必ず父のように、大燕の万里の国境を守り、民を守ってみせる。その時は、戦場であなたのために破人の曲を奏でるから。本当？指切り玄満。約束だよ。父上、六国家は代々忠義を尽くしてきた家柄です。裏切るはずがありません。きっと何か冤罪があります。どうか父上、お調べください。四王子様、一日中ひざまずいていらっしゃいます。どうかお休みください。陛下はお会いになりません。独古分業の裏切りは、紛れもない事実です。逆賊独古一家3人は、独古軍と共に雲泥で焼き殺されました。四王子様、どうかお立ちください。はあ。四王子様、調べましたが、雲泥の洞窟内で、見つかった遺体の中に、毒これ以上のはありません。もし黒幕が、毒古家に生き残りがいると知ったら、きっと手を引かないでしょう。急いで近くの疫病の村へ行き、毒黒用と、体格の似た遺体を見つけ、洞窟に戻せ、急げ。はい。親分、必ずあなたを見つけます。毒古家の冤罪も晴らしてみせます。12年、あなたは一体どこに？きみこ。小四達は明日、天神閣へ行きます。彼はいつも天智の個室を利用し、途中で庭園を通ります。彼の目を引けるかどうかは、あなたの腕次第です。師匠、ありがとうございます。今、なんて言った？あなたが私を四王子の妃にさせてくれるなら、もちろん。あなたは私の恩師です。一日師となれば、修正父のごとし。この世を恩を忘れず、必ずあなたのために、老後の面倒を見ます。私って、そんなに老けて見える？とんでもない。師匠はまだまだお若くて、40前後でしょう。出て行け。よし、どうしても今夜こそ、小四達を。
AI 書きがなぜここに？まさか。彼女もまたキア OSI チェンのために。キア OSI チェン、あなたは私から逃げるために、仮病まで使って砲撃級に行かないなんて。今夜、あなたが逃げられるかどうか見せてもらいましょう。お嬢様。この下僕め、うちの姫君は禁止力用のご身分。もし転んだり怪我をさせたりしたら、一族老らの首が飛んでも足りませんぞ。私めが死罪です。姫君にご迷惑をおかけしました。役立たずめ、ちゃんとひざまずくことすらできないのか。一足病跳ねてしまえ。お嬢様、どうかお許しください。が姫様、私には家族6人が。私の稼ぎで食いつないでおります。どうかこの足をお許しください。本当にひどすぎる。役立たず。お嬢様。ジアンランオも、私たちのゲームは、これから始まるわ。4SI 殿下。私め、無礼を働きました。SI 殿下、どうかお許しください。舞、なかなか見事だ。お前の名は？たとえあなたがキア OSI チェンの目に留まったとしても、平民の身分でツアイ王妃になろうというのは、やはり無理があるでしょおそらく師匠は、すでに私の新しい身分を考えてくれているのでしょう。南洋公 SUU、20年前に一家で隠居したが、後に天災に遭い不幸にも亡くなった。ただ一人の娘 SU 前だけが生き残った。しかし私の知る限りでは、SU 前は、の出来事の後、すでに出家して尼になり、3年前に亡くなった。では、私がこの SU 前用の名を借りることにしましょう。SI 殿下に申し上げます。私めは SU 前と申します。良い名前だ。艶っぽい話の本に書いてある女妖怪が、書生を誘惑する次の手は何だったかしら。ああ、思い出した。書生に息を吹きかけるの。殿下。私め、舞だけでなく、男を。不要の蝶の中で、極楽の境地に導くこともできます。殿下、お試しになりませんか？もし本王が、望まないと言ったら。話の本の書生はこんな反応じゃなかったわ。よかろう。では本王、仕方なくこの機会を与えてやろう。
お嬢様、四王様が今夜、天神閣から、女を連れ帰りました。下々の者が見ました、見ましたよ。王様は女を抱きかかえて門をくぐりました。小生意気な狐め、王様の懐で笑いが、止まらないのですよ。またどこから女が湧いて出たの？暴れ馬で顔を傷つけられていなければ、女の番など回ってこないのに。お嬢様、いっそ下々の者が機会を見つけて、女を。遊郭の女風情、私の手を汚す価値もない。龍雲芸、龍雲に女が放っておくはずがない。今夜を生き延びられるかどうかも怪しい。四王府へ行って、しっかり見張れ、何かあれば。すぐに報告しろ。はい。これだけの胆力か。私を誘惑するなど。どうしようどうしよう。この難関はどうしても越えねば。今、少子新茶を、スーチェンが私に興味を持っているうちに、逃げてはならない、怯えてはならない、王様。それでは私が、お世話をさせていただきます。四王様は噂以上に風采が上がりますね。まだ女で。本王の上にまたがった者はいない。言っただろう。本王を天国へ連れて行くのだと。その程度の腕前か。王様。大変です。柳お嬢様の監視が発作を起こし、痛みでベッドの上で転げ回っています。見てくる。王様、行かないで。王様。柳お嬢様。まさか、少子新社をスーチェンの心の人？新しい薬を飲んで、調子はどうだ？だいぶ良くなりました。今回の薬は、以前のものより、効き目がずっと早いようです。王様、お気遣いありがとうございます。やはり敵三連は、監視の症状に気候があるようだ。王様が今夜、美人を連れ帰られたと伺いました。私が王様の興を削いでしまいましたね。我慢してやり過ごそうと思ったのですが、今回は関心の症状があまりにも激しく発作し、耐えきれないかと。王様に最後の一面も会えなくなるかと恐れました。ご安心ください。時が経てば、必ず完全に治療できる方法を見つけられます。監視の症状の処方箋を。王様、私に重矢をとお呼びいただけませんか？ここには他人はいません。ただの虚名に過ぎません。気になさらないで。あなたの安否こそが最も重要です。壁に耳あり、用心してください。さて、今夜はまだ公務が残っています。明日またお伺いします。柳お嬢様をお大事に。はい。王様もお早くお休みください。あまりお疲れにならないでください。
王様、最近私に飽きてしまったのでしょうか。なんだか私に対して随分冷たくなったように感じます。そんなことあるはずありません、お嬢様。あなたの肝心が発作を起こしたと聞いて、王様はすぐにあの子狐を置いて、駆けつけて来られました。どうかご心配なさらないで。王府中ではもうとっくに。あなたが SI 王妃様だと認めています。でたらめを言わないで。王様はまだ正式に私と結婚していません。王様が今夜、連れてこられたあの美人、どんなお姿でしたか？ご覧になりましたか？彼女なんて、ただいくらか色気のある。舞姫に過ぎません。あでやかで下品です。明日の朝、彼女が自分から出ていかなければ、誰かに追い出させます。たとえ一流ではない遊女でも、やはり女性です。手加減して傷つけないように。あの魅惑的な顔を。お嬢様、ご安心ください。やっとの思いで私は彼女になりました。SI 王妃の座は、必ず私のもの。この小娘、早く起きろ。師匠、王府に柳というお嬢様がいることをご存知ですか？彼女の名は竜也愛。ヒアオエス愛チェンが2年前、兵を率いて、聖域を巡察した際、道中で救った孤児です。昨日、私と SI 王様はあと少しでうまくいきそうだったのに。この柳お嬢様が突然肝疾を発症し、王様を呼びつけてしまったんです。今、私は2つの可能性を考えています。1つ目は、キアオ SI チェンが役に立たないということ。師匠、落ち着いてください。彼の話です。あなたではありません。2つ目は少し厄介です。それは、ユーヤン NI が、キアオ SI チェンの重い人だということ。何をでたらめ言っている。ふむ、以前、私が SI 王様の脈を見たことがある。彼は、銀行。あの竜也 NI なんて、もっとありえない。彼の心の人。師匠、あなたは男性ですから、男性が何を好むかは分かっているはずです。何か方法はありませんか？キアオ SI チェンを短時間で、私に惚れさせる方法、教えてください。師匠は知らない。師匠、あなた、あの小説に出てくるような男が一度食べたら、全身が熱くなって我慢できなくなる薬は持っていませんか？キアオ SI チェンに包み混ぜて、直接、彼を仕留めてしまいましょう。今日はどうして咳ばかりしているのですか？まさか、風邪をひいたのでは？自分が何を言っているか、聞いてみてください。娘のくせに、少しも恥知らず。師匠は見ていませんでしたね。昨日、キアオ SI チェンの前で、私がどれだけ恥知らずだったか。娘のめんこなんて何の意味もありません。キアオ SI チェンに取り入れることができたですが、父の仇を討ち、冤罪を晴らすためなら、この命も惜しくありません。師匠。私は何をしているのか、彼女が気の毒で。師匠、なぜ私を殴るのですか？少しは現実を見ろと言っているのです。君主に仕えるのは虎の側にいるようなもの。ましてあのキアオ SI チェンの側には。誤りは避けやすいが、クラセンは防ぎにくい。あの SI 王妃は、そんなに簡単に務まるものですか？師匠、ご安心ください。私には方法があります。では本王、
その時を待つことにしよどけ。全員どけ。講義士が事件を扱い、犯人を捕らえる。関係のない者たちは。道を塞ぐな。冤罪です SIO。下官は冤罪です。まだ言い訳を。SIO はすでにあなたの汚職と不正の確たる証拠を握っており、これが捕獲命令の理由です。早く行け。お前にも今日が来たか。本当に天が目を開いた。ヒアウェズアイチェンがあの汚職管理を徹底的に調査するとは思いませんでした。次はジアンナンオモの番です。この恥知らずの小生意気な狐め、よくも戻ってこれたな。今すぐあいつに痛い目を見せてやる。おぎたない女、よくも戻ってきて私たちのお嬢様の目を汚すな。ぶち殺してやる。私を殴るのか。先に手を出したのはあなたです。青が。お嬢さん、この女、あまりにも無礼だ。お嬢さん、本当に申し訳ありません。青がの性格はこうなんです。少しせっかちで悪気はないんです。私が代わりに謝ります。これが一言で、小四達を呼び出せるあの柳お嬢さんか。本当に若流夫婦の大美人だ。やっぱり狐こびこだ。この顔で王様を誘惑するつもり。どうやってお仕置きするか見てなさい。お嬢さんは本当に形成の美貌をお持ちで、私と四王様を奪い合うなんてまだ早いわ。あ、王様、助けて。演じたいなら付き合ってやる。怪我はないか。足が。大丈夫、王様、間に合ってよかった、でなければ。王様、さっきは明らかに妹が。これは姉とは関係ない。彼女は私を押さなかった。私が自分でしっかり立てなかっただけ。王様、すべての過ちは私の過ちです。姉さん、私は王様を奪い合うなんてできません。妹さん、何を言っているの。王様は尊いお方。誰かが独占できるものではない。でもさっき、あなたは明らかに。それは私が聞き間違えたかも、姉さん。そんなに美しく心優しい人が口に出すはずがない。あんな悪辣な言葉を。ふそったれ、表と向かって私を濡れ衣着せるなんて。王様、昨日一晩中お待ちしたのに、お戻りにならなかった。今日は、お別れに参りました。では、先に失礼します。どうして引き止めないの？まあいい、自分でやる。あら。王様、この足、本当に怪我したかも。では今夜は、まず泊まってください。では、そうするしかないですね。王様、こんな風に抱いてくれたことなかった。あの女、一体何者なの？青が、あの女は見たところ。簡単には追い出せそうにない。急いで身元を調べろ。はい。なんて言ったの？狐美子が追い出されないどころか。王府に泊まったって？そうなんです、お嬢様。ここ2年、王様を狙う女はいたけど、王府にとどまるどころか、王様に一目会うことすら。それも珍しいことだわ。龍雲芸。見た目は弱踊りじしいが、手口は実に巧妙なんだよ。それに彼女は肝心を患っていて、簡単に。王様の前で弱みを見せて訴えれば、王様はきっと、この女を追い出すだろうよ。
竜へ、あの偽善の女。一人でも腹が立つのに、今また一人。貴殿。あの狐の家柄と経歴を調べてきなさい。ちょうど私の庭には、新しい花火が足りないところだし。はい、お嬢様。彼女がどうして龍雲芸のところに行ったんだ？この二人、仲が悪いはずじゃないか。なるほど、そういうことだったのか。祖神と龍雲芸が。義姉妹のちぎりを結ぶって？お嬢様、これは間違いありません。この老いぼれがこの耳で聞きました。龍雲芸自身が口にしたんです。柳姉さん。柳姉さん、私は字もあまり読めないんです。王様がおっしゃるには？あなたが一番博学で才能があるそうで、この字はどう読むんですか？今日王様が帰ってきたら、私を試すんですって。この女は弱みを見せるのが一番うまい。教えなかったり適当に教えたりしたら。また彼女に言いがかりをつけられて、王様のところに訴えられてしまう。私は妹と義姉妹のちぎりを結びたい。え、何を結ぶって？王様はこの愚か者のどこが気に入ったんだろう。私は妹と義姉妹のちぎりを結びたい。まさかこの祖神が、龍雲芸とグルだったなんて。老いぼれの推測では、この祖神は、龍雲芸が王府に招き入れた手先です。彼女たちは前もって王様の前で芝居を打っていたんです。考えてみてください。前の朝廷には陳国公用が、後宮には皇后様が、あなたと四王様のご縁談は陛下が、いずれ賞を下されるでしょう。小娘め。龍雲芸はあなたに勝てないと心配して、狐を一匹連れてきて先に王府に住まわせ、王様を惑わせ自分自身を守ろうとしている。王府での地位を保つためです。お嬢様、この生意気なやつ。遊女みたいな歌姫を一人連れてきて私を倒そうだって。龍雲芸、それなら見せしめに。お前を見せてやる、乳母。はい、後後の使い手を二人見つけて。祖神あの下賤な女を始末しなさい。はい。お嬢様、大変です。何かそんなに慌てているの？私、とんでもない。ことを発見したんです。はっきり見たのか。これはデタラメに言ってはいけないよ。主ははっきり見ました。S友禅という人が、こっそり常おばあさんのところへ行き、二人は、ひそひそと密書を交換していました。天神閣の花魁の美容秘伝、これで決まりだ。これで本当に5歳若返るわ。もちろん、これは天神閣の花魁が使う美容秘伝だから。以前のヤンフーイーが処方したものよ。若さを保つ飛躍なの。あの花魁はもう40近いのに。今でも16歳の少女のように見える。それは本当にいいものだな。安心して、おばあさんの口は固いから。そういえば。これがあなたが欲しがっていた宮廷ミクリアの骨付きスープの秘伝よ。王様はこれが一番お好きなの。ありがとう、おばあさん。なるほど、彼女たちはグルだったのか。
ということは、SU 前と常おばあさんはつながりがある。常おばあさんは元踊り寺皇后様の宝儀宮で働いていた。5年前、皇后様がわざわざ彼女を SIO 府に入れた。表向きは SIO が未だに正室も側室もいないから。府に守護がいないことを理由に。でも誰も知らないわけがない。この皇后は陳国公の実の妹なのだから。治安蘭オモの叔母でもある。常おばあさんは治安蘭オモが SIO 府に仕込んだスパイなの。ということは、あのよみがえさんは、治安蘭オモの手下だ。間違いない。道理であの人はあんなに横暴なわけだ。初日からお嬢様に手を出してくるなんて。治安蘭オモ、彼女にはまだ手出しできないが、SU 前には、このまま置いておけない。最高の殺し屋を手配して急いで。お任せください、お嬢様。どうなってる？ガさんが他にも雇ったのか？彼女がくれたのは300両だけだ。それは俺たち2人の報酬だ。奴らは誰だ？敵か味方か？もしかすると SU 前が雇ったボディガードかも。焦るな、俺が見てくる。あいつらは誰だ？依頼主が俺たちを信用してないのか？任務を果たせないと思って、もう2人雇ったのか？なんだ？聞いてくる。待て、油断するな。もし奴らが、ヒヤオジングお嬢様の指示でないなら、あの部屋の女が雇ったボディガードだ。同じく始末する。俺が聞いてくる。兄弟がお嬢様の使いか？これはあまりにも残酷じゃないか。先手を打って、彼らに共食いをさせる。そうよ。どうやら、以前は君を見くびっていたようだ。殿下、今夜、どうして？王府のお水声をすべて引き払ったのかと思えば、実は、こんな面白い芝居が用意されていたのか。しかし、見たところ、この二組はどちらも宋さんを殺しに来たようだ。どうして互いに争っているんだ？この宋さんも、確信に満ちた様子で、まるで最初から知っていたかのようだ。お前の頭脳では、三人がかりでも彼女の相手にはならない。芝居はそろそろ見飽きた。そろそろ始末をつけよう。殺さなくていい。追い払うだけでいい。はい。大胆な。誰だ、王府で無礼を働く者は。がお嬢様。あの者の死体を庭園に運べばいい。自然に誰かが始末する。私たち、任務を完了できませんでした。300両で雇って、でも足も出ない女を殺させたのに。お前たち、失敗すると花。がお嬢様、お怒りはごもっともですが、これは本当に私たちのせいではないのです。あの袖、彼女はすでに準備を整えていて、事前に二人の護衛を手配し、密かに守らせていたんです。あの二人の腕前は、私たちと互角でした。そうそう、幸い私たちが逃げ足が早かったから、少しでも遅ければ。とっくに紫殿下の側近の副将に捕まっていたところです。きっと龍雲芸があの女を、密かに守っているに違いない。下がれ。お嬢様、どうかお怒りを鎮めてください。今夜以降、王府の警備は必ず一層厳重になります。この租邸には、今しばらく手を出せません。あの二人。私の頭上に乗ろうとは。お嬢様、彼女たちはただの
偽物にもならない道化に過ぎません。お嬢様の履物を下げる資格さえない。今のお嬢様の最重要事項は、しっかりと準備をすること。来月の初めの太后様の誕生祝宴です。おば様から伺ったのですが、太后様の誕生祝い宴は、使用府で行われるそうです。実質的に家族の宴ですよ。もしお嬢様が祝宴で太后様をお喜ばせになれば、もしかすると太后様は直接お嬢様と、自然家とのご縁組をお取り持ちになるかもしれません。それに自然家は、太后用に最も高校で、ほとんど言うことを何でもお聞きになります。その通りだ。あの2匹の可愛い小娘に、私が大げさに動く価値はない。私が SI 王妃になったら、彼女たちを苦しめる手段はいくらでもあるわ。どう？捕まらなかったでしょ？心配しないで、お嬢さん。彼らは捕まっていません。一体どうなってるの？2人の一流殺し屋が、SU 前だった1人の女を殺すのに、こんなに大騒ぎを起こすなんて。ハイングまで動き出したわ、お嬢さん。ジアンナオモが誰かを、こっそり護衛させているの本当？本当よ。殺し屋が直接言ったわ向こうにはボディーガードが2人いて、いきなり。ジアンナオモが生き返ったの。ジアンナオモが。SU 前をここまで気にかけているとはね。これからは、軽率に動くわけにはいかないわ。適切な時期を見計らって、SU 前を一気に、この目の上の単行部を潰さなきゃでも、ジアンランオモが守っている以上、それなら、ジアンランオモでさえ手を出せない相手を、来月の初め、太后様が SI 王府にいらして、ご長寿のお祝いをなさる。お嬢様のお考えは？太后様の力を借りて SU 前を処分するのよ。もし SU 前が太后様のご長寿の縁の日に、何か不埒な真似をして、太后様のお前に恥をさらしたら、ジアンランオモどころか、王子様でさえ、彼女を守りきれるかどうかわからないわ。これは宮廷の御用達料理人、秘伝の骨付き肉スープよ。SI 王子様が一番お好きだそうよ。師匠、私が初めて作ったの味見して。このスープの色。ちょっと変じゃない？どこが変なの？秘伝通りにきっちり作ったのに。ああ、それは多分、これが全部。最高級の食材で作ってるからかもね。視野に、私たちは貧乏人の子。小さい頃から飲んだことないから、わからないのも無理ないよ。師匠、味はどう？味見してみる。うん。味見して。どう？うん。いいね。気に入ったなら、師匠、もっと飲んで。私って本当に料理の才能があるんだわ。脚本の通りに行けば、私が、ヒアウェズアイジェンの胃袋をつかめば、SI 王妃になる夢、半分は叶ったわね。今度、あの女の小説を全部焼き捨てよう。材料が限られてるから。2杯しか作れなかったの。この1杯目は師匠に捧げるわ。もう1杯は。私が自分で楽しむしかないわね。2杯目はあなたの兄貴分に捧げるわ。気持ちよ。書斎で食べに行こう。至急処理しなきゃいけないことがあるんだ。あ。王様、まずいでしょう。きれいに片付けて、痕跡を残すな。わあ、もう寵愛が始まったんだね。王様、お公務でお疲れでしょう。
私、夜食をお届けしました。王様、どうぞ召し上がって。ご安心ください。これらは、全部私の小遣いで買ったものです。王府の金は一銭も使ってません。私の少ないお金、全部骨付きスープに使っちゃった。自分で飲むのも惜しいくらいよ。本王は飲みたくない。どうしたんだ？野菜を切るときにうっかり切っちゃった。大丈夫よ。まあいい。息を止めて二口で飲んじゃえば。まさか彼があんなに気に入るなんて。これからもよく作ろうかな。次はやめろ。王様、お気に召さなかった？気に入った。ただ、陛下が新政策を発布された。倹約を推奨している。この骨付きスープの材料は高価だ。本王は王として、当然率先して範を示さねばならぬ。次はやめろ。王様の煽る通りにします。作らなくてもいいわ。とにかく私の素晴らしい料理の腕前で、彼を少しは虜にできたみたい。小説に書いてあった次のステップは、口臭を添えて香を焚くこと。共に寄り添い、理解し合う。王様。お仕事お疲れ様です。全 ER もお役に立ちたい。その気があるなら、この書類を罪状ごとに分類してくれ。全 ER は幼い頃から読書や書類を読むのが好きで、これらは、線香一本が燃え尽きるまでの間に終わらせられます。それではどうぞ。小説を読んで寝てしまうやつが、幼い頃から読書好きだなんて。本当に何でもデタラメを言うものだ。弟様。弟様、私を置いていかないで。かわいい子ちゃん。お前を死に追いやる。お嬢様、連れて参りました。これは前金の半額、アヒジが成就したら、残りの半額をお支払いします。王府の見取り図、覚えたら焼いてください。くれぐれも、部屋を間違えないように。ご安心ください。S 友禅の顔、ちゃんと覚えましたか？人を間違えないでください。お嬢様が私を王府の台所に野菜を届けさせてくれたので、彼女には何度か会ったことがあります。本当に花のような美人です。お嬢様、約束してください。その時、私が S 友禅と貫通して捕まる時、軽い怪我だけにしてください。ご安心を、うちの主は正室です。あなたを釈放するのは一言で済みます。よかった。ではお礼申し上げます。未来の SI 王妃様。では失礼します。その時は彼の舌を切り取って。S 友禅と一緒に池に沈める。わかった。S 友禅、明日があなたの命日だ。ジアン・ランホも、ついに会えたわ。
ヌヒが間違えました。お嬢様をお許しください。無礼なヌ姫、これはお嬢様がご自身で育てられた国色天候のボタン、ゴー大王様のご誕生の献上品です。傷つけたら、あなたの首が10個あっても足りません。ヌヒが間違えました。どうかお許しください。引きずり出してきれ、ちょうど私の花に新しい肥料がいる。ソングさん SI を焼き尽くした。はいは、彼女が下僕に花鉢に入れて持って帰らせ、肥料にすると言っていました。やめて、お嬢様。待て。あなたがその SU 前だな。何様のつもり、まさか。SI 王様の寵愛を受けたからと、私に命令できると思っているのか。ガオ嬢様。太后様のそばのカツラ老女が間もなく王府に到着します。太后様は長年仏に仕えられ、慈悲深いお方。もし、この娘の泣き叫び声がカツラ老女の耳に入り、このことを太后様にお伝えしたら、ガオ嬢様。損をするだけです。余計なことを言わず、さっさと消えろ。ありがとうございます。11ライアン、カツラ老女をお迎えに行きなさい。太后様がいつ到着されるか、見てきなさい。はい。言いなさい。なぜ私を助けるの？これはあなたを助けるというより、むしろ私があなたに取り入っているのです。私に取り入る？あなたは国交効果の嫡出の娘、今の皇后の姪御さんです。金糸玉葉のお方、この4号ヤヒの座は、いずれあなたのものになるでしょう。よくわかっているじゃない。あの竜雲芸とは違って。私と争おうだなんて。ですから、ガさん、どうか私を憐れんでください。もし竜雲芸を除かなければ、私の命は確実に危ない。ふざけるな、まだ私に芝居を打つ気か。あなたと竜雲芸は義姉妹だろう。私が信じると思うのか。姉妹？彼女は私をただの駒として使っているだけです。彼女は自分の身分が4号じじい妃の座にふさわしくないと自覚しています。だから私を引き込んで一緒に4号寺を引き止めようとしているのです。彼女はこうも言いました。あなたがたとえ王府に嫁いだとしても、名ばかりでこの王府の守護は、彼女一人だけのものだって。厚かましいあの女。私が4王や火になったら、その日に杖で撃ち殺してやる。高蘭祝、やはりあなたは、私が思った通り、残忍で愚かだ。あの竜雲芸、家柄も容姿も、どこもあなたには及ばない。私もまた、あなたの小指一本にも及ばないと自覚しています。ですから、ガさん、どうか私をかばってください。あなたはなかなか賢いようだ。竜雲芸は確かに、身分の卑しい孤児だが、この2年、4王子は確かに、彼女を寵愛している。逆にこの蘇帝は、脅威にはならない。彼女を利用して、まず竜雲芸を除くのも、悪くはないだろう。言いなさい、どうやってあなたをかばえばいい？竜雲芸が、私を除きたくてたまらないなら、私は高蘭祝の手を借りて、まず彼女を除く。高蘭祝。次はあなたの番だ。
あの女、しばらく好きなようにさせてやろう。私があなたに用意した、この面白い芝居が間もなく始まる。孫、公務で遅れました。高祖母、お許しください。あなたが民のために勤勉に政務を取り、父上を助けているのに何の罪があろう。早くこちらへ来て、高祖母によく見せておくれ。高祖母。前回よりさらに痩せて見えるが。この四王や妃は、この2年、どうやってあなたの面倒を見ていたのだ。大号覚え違いです。2年前にご成婚されたのは2王おじい様です。4王おじい様はまだご婚拝されておられません。どうしてまだご婚拝されておられないのですか？毒子家のあの娘愛花にはとても良いように見える。彼女が幼い頃宮中に入ってよく愛花の退屈しのぎに付き合ってくれた。最も聡明で利発だった愛花はあの頃。彼女と真治が最もお似合いだと思っていた大号。毒子一家は当時敵国に通じていた。桂。祖母も遅い時間です。後ほど宮中にお戻りになりお休みになります。早めに宴を始めましょう。私は茶館で聞いたことがある12年前。大将軍毒子文幕。敵国に通じ謀反を企てたという噂最後に毒子一家3人。その帰化の毒子軍149人も合わせて。皆雲霊で焼き殺された。そして毒子家の唯一の娘。毒子休養亡くなった時まだ10歳だった。大号娘満腹金安。人女粒子と祖空娘が共に醸造した一坪の延年益寿の養生酒を大号娘のご長寿を祝って献上いたします。諸角長春。そまいまだ何を待っているの？あなたが大号娘にご長寿を祝う番よ。そまい大号のご寿宴は3日後に決まっている。大号へのご受礼、あなたは準備できた？私はいくつか準備したけど、王子様がお目にかけられるものではない大号を冒涜する恐れがあるとは。幸いにも当日はきちんと傍らに座って、すべて王子様のご指示に従うわ。これは私に王子様のご寵愛を自慢しているのね、妹よ。今は。あなたも王府の者大号にご受礼を準備しないと、王子様の顔に泥を塗ることになるわ。それじゃあどうすればいいの？妹よ、心配しないで。私が聞いたところでは大号はここ数年、霊物と養生に熱心で丁寧に準備した一坪の養生酒、恋清村もぐさの薬を使っている。その時はあなたと私の2人で一緒に準備したと言いましょう。柳姉さん、あなたは本当に美しくここわしく気配りが細やか。それでは遠慮なくいただきます。あなたと私の姉妹2人、これからは共に王子様の人。もうあなたと私の区別なんてないわ。少女祖神大号に天より賜りし長寿を。永遠に天地としていらっしゃいますように。よろしい。この酒自体は何でもない。しかし私はわざと強力な美薬を、あなたの杯の縁に個別に塗ったの。味はいかが？祖神。この酒は口に入れると甘く全く渋みがない。本当に美味な酒。お二人の心遣いありがとう。良い酒は共に飲むもの。席にいるみんなに注ぎなさい。はい。
お嬢さん。こっちへおいで。太后様。愛花の小休養がついに帰ってきた。父上とすぐ戻ると言っていたのに。どうして12年もかかってしまうの？あんなに長く死んでいたのに。独孤休養のあの女。まだ私を困らせに来るなんて。太后。あなたは昔の独孤養のことを。思いすぎて間違えたんです。これは蘇さんです。お嬢さん愛花に教えてくれ。あなたは愛花の小休養なのか。高祖母は年を取って記憶が乱れている情状酌量の余地がある。私は何を緊張しているんだろう。彼女に肝気の病はない。それだけで絶対に私ではない。12年も探し求めた独孤休養。太后陽少女は祖神と申します。あなたの小休養ではありません。違う。彼女は違うと言った。太后。神女は覚えています。毒子妹は10歳で馬に乗り敵を撃ち、雲章剣を回せる姿は颯爽としていた。もし彼女が生きていたら、どうして蘇さんのように自ら卑しくなって、奴隷や妾になるでしょうか。柳さんそうでしょう。がさん誤解でしょう。祖前は王様が残して、特に私の世話をさせたのです。厚かましい者本庄はいつかお前を肥料にしてやる。妹どうしたの？急に少しめまいがして、それに熱い感じがする。ああ、祖前は酒に弱くて酔ったんだ。清香は早く彼女を下がらせて少し休ませて。酔いを覚まさせなさい。はい。お前のやるべきことをやれ。一行の後。私は太后と王様を連れて芝居を見に来る。安心して。触らないで。あなたは誰よ。あっちへ行って。大変です。大変です。蘇さん祖さんが。祖前どうしたの？酒を飲みすぎて。体調を崩したんじゃないの？ヌヒは蘇さんを部屋で休ませ。15に行って彼女に二日酔い茶を一杯持ってこようと思った。でもヌヒが戻った時分超えたんです。ここに男の声が聞こえたんです。祖前はそんな人じゃない。何か誤解があるんじゃない。清香は聞き間違いじゃないか。誤解かどうか言ってみればわかる。
あら、軽くしてよ、やめて。なんてこと、祖姉妹はこんなに恥知らずだとは思わなかった。大胆にも、大号の誕生日の縁の日に、男と密通するなんて。何をぼんやりしている、早く幹部インプを捕まえろ。一緒に処刑しろ。祖姉妹、早くドアを開けて。もし誤解や事情があるなら、大号様と王様に説明できる。祖姉妹。ああ、痛いよ。あ、王様。この野郎、どうやら熊の肝でも食ったようだな。王府で私に不埒なことをしようとするとは。私はそちん、生きているうちは四王様の人。死んでも王様の鬼。王様、来てくれたの。さっきこの色狼にいじめられて、怖かった。どこか怪我はないか。王様が間にあってよかった。もう少し遅かったら。どうなっていたかわからない。もう少し遅かったら、この悪党はあなたに殴り殺されるところだった。どうしてこうなった？長領が祖人さえ。片付けられないなんてありえない。ましてや彼女は薬をもらえていたのに、一体どういうことだ？王府は厳重に警備されている。どうして突然、不埒な悪党が現れたんだ？いえ、お前は誰だ？どうやって入った？少しでも嘘をついたら。本王がお前を切り捨てる。思い出した。この人は王府に野菜を届けに来る人だ。私は台所で彼と祖姉妹が話しているのをこの目で見た。二人の振る舞いは親密だった。王様、私も二人が密会しているのを見たことがあります。もしかして読み替えお嬢様とこの野菜売りは以前から関係が？今日二人は密会を約束していたが、私が引き返してきて二人の感情を目撃してしまった。逃げられないと悟ったので、わざとこの苦肉の策を演じたのだ。きっとそうだ。お前たち、本当に大胆だな、この野郎ども。早く王様に実情を申し上げろ。そうすれば、命が助けるかもしれない。龍雲下、あなたの手口は、本当に愚かで卑劣だ。私。龍雲下、あなたは一口に、私とこの悪党が貫通していると決めつけるのね。祖姉妹、心にやましいことがないなら、なぜそんなに。焦って怒るの、早く王様にはっきり説明しなさい。本当のことを言えば、まだ生きる道がある。よし。今日、大号様と王様の前で、皆さんにはっきり言わせてください。私とあなたの間には、一体どんな事情があるのか。実は私はよみがえさんとは、全く面識がありません。彼女たちです。彼女たち二人が私に銀子を渡し、今日王府に来てよみがえさんを汚すように言ったのです。でたらめを言うな。きっとあなただ。この女が男と結託して、私を陥れようとしている。王様、私は本当にやっていません。王様、どうかこの、お狐に騙されないでください。彼女はきっと嫉妬して、私たちの姫様があなたの情愛を受けているから、こんな、卑劣な手段で姫様を陥れようとしているのです。私たちの姫様が、どんな人か、王様はよくご存知でしょう。普段は、アリ一匹さえ踏み潰すのが忍びないほど優しい方です。あなたたち二人、ここで芝居を打っている。アリは踏み潰されずとも、あなたたちの集体に気絶しそうだ。王様、私は本当に濡れ衣を着せられています。これはソチンとその幹部の一方的な言い分です。認証も物証もない。ただの口先だけで。私を強く言うのは。誰が証拠がないと言った？貴蓮、出てきなさい。私が証拠です。大号様、ご機嫌礼終ございます。王様、ご機嫌礼終ございます。私は崖の次女、貴蓮と申します。今日来た時、たまたま酔いさましの清信仰を持っておりました。祖様が酔って気分が悪そうだったので、うちの姫様が親切に、私にこの清信仰を届けるよう言いつけたのです。しかし、まさか、ちょうどこの無礼者が祖様に悪さをしようとしているところに遭遇するとは。柳様、この下女は幼い頃からご英道に武術を習っておりました。男さん、5人なら相手になりません。まだ何か言い訳はある。王様、私は本当に。柳様、お急ぎになるな。認証の他に、私には物証もある。これがこの無礼者から取り上げたものです。なんと王府の見取り図でした。ここには注釈も書かれています。この字、柳様の筆跡にそっくりに見えますが、龍雲下、今日こそお前に分からせてやる。
自業自得というものをな。だから柳雲芸が。ここ数日、わざと私を台所に何度も行かせ、この男に何度も出会わせたわけだ。なるほど。私のために仕組まれていたのか。桂葉は筆跡鑑定が一番得意だ。行ってよく見てこい。これはきっと偽物だ。ああ。女心をくすぐるのがお上手ですね。私がやったら、きっと蹴り飛ばして起き上がれなくしてやりますわ。殿下、本当にお見事でございます。太后様、この2枚の紙の筆跡は全く同じでございます。確かに同一人物のものでございます。思いもよらぬことですが、高級を出てもここで。このような卑劣な行いが目につくとは。者ども、この下賤な奴らを引きずり出せ。人のいないところで。杖で撃ち殺し、埋めてしまえ。お嬢様、助けて。死にたくない。私には関係ありません。太后様、お許しを。本当に私には関係ないです。柳様。殿下、太后様、お許しを。柳氏が私を雇ったのです。お許しを。この一戦、一見私の勝ちに見えるが、太后用の小指針。そして高蘭書。こういった上に立つ者たちの目には、私と清川、上領のような者たちと、何の違いもない。じもじもの民の癒しさは、ありのごとし。いつか彼らが私を殺そうと思えば、一言で済むことだ。この柳様は、小指針殿下の小川の人。慎吾。高祖母、越権行為はいたしません。殺すも罰するも。お前が決めよ。太后様、殿下は長く戦場におられました。高級の言うことを聞かぬ者をどう扱うかご存じないでしょう。ましてこの柳氏は、哀れを装い無実を気取るのが得意です。神女が懸念するのは、もし彼女に欺かれてしまったら、いっそ神女にお任せください。よく調教してから王府にお返しします。殿下、本当に間違いに気づきました。やっとの思いで。あなたのそばに戻ってきたのに、本当に私を追い出そうというのですか？あなたが傷つけたのは私ではない。謝るべき相手も、私ではない。そよ、私が心を惑わされたのです。どうか今回だけはお許しください。王府から追い出さないで。どうか王府に残させてください。やはり小指針は、幽雲芸を捨てきれないようだ。私が折れなければ、ただの悪者にされてしまうだろう。かえって小子たつに嫌われるだけだ。私が思うに、柳様もまた下人たちに欺かれただけでしょう。そうですね。王府に止めて謹慎させてはどうでしょう。曽姉様のお心の広さに感謝します。私は謹んで謹慎し、自制いたします。日夜、太后様、王様、そして曽姉様のために、お経を写経し、ご加護を祈ります。あの女め。王様はやはり私を捨てきれないのね。すまこと。勝ったと思っているの？毒国用という。この身分の庇護さえあれば、すぐに私は、王様の寵愛を取り戻し、お前を葬り去ってみせる。どうやって龍雲芸という障害を除くか。まだ浮かない顔をしているのか。師匠。どうやら私は、幽雲芸の少子信用心中での重みを甘く見ていたようです。
重みなど、あるものか。師匠、12年前の大将軍。毒コカの一件、ご存知ですか？聞いたことはある。あの正武様と毒黒陽は、ただの関係ではないはずです。二人は、あの時すでに内密に結ばれていたかもしれません。何をでたらめを言っている。二人が出会ったのは、まだ幼い頃だ。一方は公儀に閉じ込められた、最も寵愛されぬ王子。もう一方は災害より戻りし、天がおごらせた妻女。二人はただ、互いを認め合う。親友同士というだけだ。違います、師匠。師匠はどう見ても、慕う女性がいらっしゃらないから。初恋というものが、お分かりにならないのです。どうしてわかる？この詩に、慕う女性がいないと。では師匠、お好きになった方はどなたですか？師匠、教えてくださいよ。誰にも言いませんから、約束します。誰の弟子がお前のように、徴用の女もわきまえぬ。師匠、元踊り地頭が良くないのに、さらに殴られたら、本当に馬鹿になりますよ。お前ほど悪知恵の働く者はいまい。師匠、私は龍雲芸が、あの時の毒黒陽ではないかと疑っています。でたらめを言うな。でたらめではありません。確かに、あの正武様は私に、龍雲芸を処分するよう命じましたが、しかし、私ははっきりと感じ取れました。彼は龍雲芸に王府を離れてほしくないのです。それはおそらく龍安への愛に、他の使い道があるからでしょう。キミコ、あなたの処方通りに、解毒剤がついに完成いたしました。試薬の時間です。やはり王子様は心の中に私がいるのですね。私が謹慎中であっても彼は変わらず、私の体を気遣ってくれ。自ら薬を届け診察してくださる。どうやら私はもうすぐ謹慎を解かれるようです。王子様、今回の薬は以前のものよりさらに効き目があります。体がずっと温かくなりました。これは私が5年の歳月を費やし、何百回も配合を調整し、ようやく成功した調合品です。監視に特化しており、副作用もありません。こうしてみると、私は成功したのですね。王子様、重要のためにお気遣いいただき、ありがとうございます。2年も演じて、本当に自分が彼女になったつもりか。お前にその資格があるとでも。王子様。何を煽っているのですか？私はデュグ9です。これ以上彼女の名を口にするなら、お前を殺す。王子様。お前はドゥグ将軍家で、一人の老木の娘に過ぎない。たまたまドゥグジュヤオと、同じ年、同じ月に生まれ。幼い頃から、ドゥグ家で育っただけ。だからドゥグ家の事情に、詳しいわけだ。ドゥグ家が取り潰された時、
お前は何で、ドゥグジュヤオの玉ねぎを盗んだ。彼女は面倒くさがりで、こうした金銀や玉の装飾品を身につけるのを好まなかった。つまり、お前は最初から私の正体を知っていた。私を連れ戻し、王府で養い、あらゆる面で気にかけ、丸2年間。なぜそんなことをした？なぜなら、私も同じく肝腫瘍を患っているから。私を王府に留め置いたのは、リュグジュヤオの主役にするためだった。ヒヤオエスアイチェン、どうしてそんなことを私にするの？私が戦場であなたを救ったとき、すでにあなたに玉ねぎはどこから来たのか尋ねた。あなた自身が一口で、自分がドゥグジュヤオだと言い張った。この道は、あなたが自分で選んだものだ。者ども。王様。今日から、彼女がこの部屋から一歩も出ることを許すな。はい。ヒヤオエスアイチェン。リュグジュヤオ、とっくに運命で焼き殺された。彼女を探したいなら、18層地獄へ行って探せ。この平和な時に SI 王様が私にこれを買わせて。竹林へ何をしに行くんだ？ああ、どこから来た死に損ないの狂人だ。お前、道を見ずに歩いているのか？人にぶつかって逃げようとするな。おい。この卑しい女が私を抗議士に捕らえられ拷問されるようにした。感触を失い、足も一本失った。冤罪だ。冤罪でございます、お役人様。私は清廉な役人でした。きっと誰かが私を陥れたに違いありません。お前の犬の目を見開いてよく見ろ。これがお前だ。上に小舌を欺く証拠が、すべて、SI 王様のもとへ届けられた。思い出した、あの女だ。許さない。必ず機会を見つけてお前を殺す。あの小娘がまだ生きていると花。顔まで治った。私をこんな目に遭わせたのだから、彼女を楽にはさせない。彼女は陳国公に逆らった。私の仇を取ってくれる人は、ここにいる。がお嬢様。利権令。思いもよらなかった。あなたが命からがら抗議士から出てこられるとは。がお嬢様、私は冤罪で死にそうです。誰が、抗議士に私を訴え出たのか、ご存知ですか？下がれ、夫妻。私のお嬢様に匂いを移すな。お嬢様のお叱りごもっともです。私が無礼を働きました。早く言え。あの漁師ソングさん SI の娘です。ソングヤオ。誰だ？お嬢様、このソングさん SI は、庭園の蘭の肥料です。あの醜い娘は乱打されて死に。捨てられた葬られなかったんじゃなかったか。彼女は死んでいない。死んでいないどころか。しかも顔の傷まで治しあのアバズレ。
決勝をもって SI 殿下の前に出て私を訴えたんです。何をデタラメ言ってるの？彼女が SI 殿下に会えるわけないでしょ。が様私は決して嘘は申しません。あの決勝は。確かにソングヤオが SI 殿下の手に渡りました。それに彼女はもう仕込めじゃありません。顔の傷を治して着飾れば。一級の美人にもし私が、彼女と血で血を洗う恨みがなくあの顔を深く記憶していなければ、街であっても絶対に気づかなかったでしょう。まさか彼女が11ライアン？ SU 前の肖像画を持ってきて彼に見せなさい。はい。よく見て。彼女ですが様彼女がソングヤオです。ソングヤオのあのアバズレ。SU 前を名乗って私を騙したなんて。11ライアン SI 殿下の屋敷へ行くわ。あのアバズレを生きたまま切り刻むお嬢様を怒りよ。この罪人の一方的な言い分だけで、SI 王府に押しかけて捕まえるわけにはいきません。ましてやソングヤオのあの小娘は、今寵愛を受けている時しかもずる賢い。SI 殿下の前で逆にあなたを告発したら、割に合いません。彼女を暴くには、確かな証拠が必要です。でも南洋豪華の SUU 一家はとっくに全滅しています。死んでしまえば証言できません。誰に暴かせましょうか。が様。もしソングヤオが名乗っているのが、南洋公の一人娘 SU 前なら私に一人知っています。その人を連れてきてあのアバズレを直接暴けます。誰？殿下この方はどなたですか？殿下が自らお供えするなんて。ご存知でしょう。私の実母は、ただの宮女でした。ただ美しかったから。特別に皇帝の寵愛を受けただけ。皇室を妄議するのは首が飛びますよ。私は幼い頃皇后に育てられ、実母は死ぬまで、18品の答え王に過ぎませんでした。彼女がこの世を去った時、まだ25歳でした。そして私は、たった2度しか会っていません。王様。最初は私が6歳の時、高熱が下がらず、彼女は衛兵を買収し、夜中にこっそり宮中に入って私の世話をしてくれた。その時、私はもう死ぬかと思った。天女を見たのかと。そして2度目は、彼女が亡くなったその日。彼女は私に覚えさせた。自分は皇帝の正貴人ではなく、私の実の母親だと。少主。なるほど。これが少子神の実母の墓なのか。彼はこんなに悲しいのに、顔には少しも感情が現れていない。最も超愛されない王子から、今の大燕国の戦神になるまで、この数年間、常人には想像もつかない苦しみを耐えてきたのだろう。どうしたの？私。王様のことが悲しくて。私のことを。王様は高い地位にいらっしゃる。周りの人々は、皆、虎視眈々と狙っている。心の中で悲しくても、他には言えない。でも私は、粗心、ただの女に過ぎない。泣きたければ泣けばいい。誰も気にしないから。もう、悲しまないで。本王は今、気にしていない。
張自身が今日私を連れてきて。実母を祀る。これはもしかして、塩様。あなたは、私のことが好きなの？では、あなたは、祖神。本王は一度だけ聞く。あなたが我が王府に入ったのは、本当に私に心を寄せているのか、それとも他に求めていることがあるのか。母上。彼女は神事がこの数年来、唯一心を動かした女性だ。もし彼女にも私に真心があるなら、私は今日ここで、あなたが残した腕輪を、彼女に形見として送る。キアオエス・アイチェンもまた、身分の低い聖母がいるが彼は強直な、抗議士式士だ。でも私はかけられない。ガラン妹の父親は、朝廷を牛耳る陳国公。もしかしたらいずれ、キアオエス・アイチェンが帝位につく時の有力な助手になるかもしれない。帝位と女の間で、彼が後者を選ぶはずがない。もちろん私は真心から殿下をしたい。殿下の側にいて添い遂げたいのです。殿下。どうして急に怒り出したのですか、殿下。SI 殿下もあまりに早く、追いつけません。よみがえさん。やっと見つけましたよみがえさん。あなたがさんの側にいた。はい、この前よみがえさんに助けていただきました。彼らがすぐに捕まえに行きます。早く逃げて。もう遅くなります。どうしたんですか？落ち着いて座って話して。アーマへの賢齢を名乗る足の不自由な男が、新国公府にガサンを訪ねてあなたが、南陽公 SUU の娘という身分を偽っていると言って、早く逃げて彼らがすぐに捕まえに来ます。足の不自由な男。皇后様をがいたる。明 SU 前皇后様にご挨拶申し上げます。皇后様ご満腹。卑しい者ソングヤを皇后様のお前で、まだ SU 前を名乗るのか。師匠が言っていた祖家の者全員、SU 前本人も含めすでにこの世にいないと、あの腐った賢齢が私の身分を見破っても、証拠は出せまい。民は SU 前です偽りなどありません。口は固いな。元宮は頑固者には我慢ならない。ロング級老女。20発砲を撃て。はい。4. SI 殿下。SI オフで私のものに手を出すとは。誰の許しだ。首がいくつあっても足りんぞ。
彼は私を守るために、公然と皇后に反抗した。大胆な。SI チェン。あなたは嘘ばかりつく。身元不明の卑しい女のために公然と母校に逆らうのか。恐れ入ります。ただ S 友禅が法律に違反したのか。母校が大動員でツアイ王府に詰め寄るほどのことか。SI 王様はこの女に騙されてはいけません。彼女は南陽皇府 SUU の娘などではありません。彼は不敬だ何者だ。王府で無意無感のお嬢様が口を挟むとは。ハイング。事案が者が目上を追うとこ。尊貴もわきまえず。砲を20回撃て。はい。が様軍令は山のごとし失礼。どけ砲は撃たせないおばさま助けて。下がれ。申し上げます私は王様の副将。王様の命令のみに従う。ヒヤオ SI チェン。本当に羽が生えたな。公然と私を脅すとは。宮女たちを連れて下がれ。はい。ハイング。下がれ。はい。大胆な幼女。南陽公の娘 S 友禅を名乗るとは。今の王様を惑わす早く罪を認めよ。SI 王様お気遣い感謝しますしかし皇后は今、私を狙っています。自分で解決したい。皇后用民は SU 前です。名乗り偽りなどありません。今正体を明かしても死ぬだけ。最後までかけてみよう。棺桶を見るまで涙を流さぬか。よし、今日は死ぬ覚悟をさせてやる。ラン ER。はい、おばさま。11ライアン人を連れてこい。操作までは失礼します。彼女だ。皇后様、お嬢様ヤンニアンを連れて参りました。人女みかんは皇后を見たことがあります。あなたと元南陽公 S 悠々の女 S 友禅。何の関係ですか？ S 友禅の乳母は民女の実母です。民女は幼い頃から祖父で育ち、嫁に行く日まで離れました。民女と S 友禅は姉妹と同じです。孫子栄王今日。私はあなたをお父さんと再会するために送ります。ガさん。ソングヤオがなりすましたのは、南陽公の一人娘 S 友禅小人は知っています。一人。彼女を探して面と向かってあの女を突き通すことができます。誰？小人のおばと南陽公 SUU は少し思考がある。SUU は起電して隠遁した後に家の召使いを辞めました。SU 前の乳母だけが残っています。その乳母には実の娘がいて、彼女と一緒に祖父で育ちました。浄土姉妹。結婚するまで離れない。この乳母の娘を見つけさえすればいいです。ソングヤオの女を突き破る。急いでやりなさい。みかん。あなたは S 友禅と姉妹のようです。後ろにひざまずいている人を確認してください。しかし、S 友禅民女は命を守る。みかんくんははっきりしている。彼はあなたと同いです。あなたと一緒に育った S 友禅。彼女です。私はうっかりした。JER は本当にあなたです。私はまだこの人生を思っています。もうあなたに会えない。
みかんは久しぶりです。これは一体どういうことなのか。あなたは誓いを立てたのではなく、本宮にこの女性を約束したのです。本宮に自ら着させる詐欺師です。正義を仕返しますか？本宮をからかっているのですか？違うおば。彼女は詐欺師だ。わかりました。みかんが S 友禅をかばっています。彼女たち二人は一緒だ。皇后女神明官民女は嫁入り後。教授から伊賀里と離れた城にいます。酒場を経営するのは賀さんの処女です。誰かが S 友禅になりすましたと言って、私に指摘してほしい。彼女は民女にお金を1袋返した。民女と S 友禅は10数年来の姉妹です。金のために彼女を陥れるようなことはしません。がお嬢様。あなたの銀、今お返しします。今日、幼女に惑わされたのはどうやら私ではなく、母皇様のようです。おばさま、説明させてください。違うんです。おばさま、私の顔を丸つぶれにしましたね。違います、おばさま。事案乱思はわがままで。勝手気まま、今日から陳国皇帝で。謹慎しなさい。おばさま、説明させてください。おばさま、説明させてください。お嬢様。皇后様のご機嫌が悪いようです。先に帰りましょう。SI チェンをあんなに夢中にさせるのも納得です。本当に警告の美貌です。途中を見渡しても、これほどの絶世の美女は、めったにいません。皇后様はまさに戦士番号。民女など、お姿の前では取るに足りません。母皇。もう遅いです。早くお休みください。あなたが女性をこれほど大切にするのは初めて見ます。ヤンニアン。今回はありがとう。私が産気づいたあの日、ヒュイガンで。あなたが助けてくれなかったら、私は死んでいたでしょう。本当を言えば、あなたの優しさが、あなた自身を救ったのです。でもそうお嬢様、なぜあなたは。ヤンニアン、この件はわざと隠したわけではありません。ただ、あなたは知らない方がいいのです。ではこれ以上は聞きません。信じています。そうお嬢様は良い人だと。JER の身分を変えたのには、きっとやむを得ない事情があったのでしょう。JER もあなたと同じように小詳しい人でした。彼女も読みで知れば、あなたを責めたりしないと思います。ありがとう。そうお嬢様、今の縁を大切に。私も経験者です。王様があなたを見るその眼差しは、本当に羨ましいほどです。もしかして、キアオ SI チェンは本当に、私のことが好きなの？でもその思いは、キアオ SI チェンが私のために、陳国公府全体と敵対するほど強いの？キアオ SI チェン、ごめんなさい。騙してしまった。でもあなたを利用するしか。父の仇を討つ道はなかったのです、王様。王様、条件を抜いて私を助けてくださったお姿。本当にお見事でございました。今夜戻ったら、肉骨のスープを作って差し上げます。いらない。王様、食材は私の金で買います。王府の金は使いません。小四達、もっと好きでいて。もっと私のことを好きでいてね。
かつて画仙の陳意博は筆を置いたと言われていたが、表雲章を見た後、一目で心を奪われ、再び筆を取って絵を描き、この美人図を残した。あの小娘が表雲章と、若い頃、こんなにも似ているとは。でも毒子九葉は、彼女の母、表雲章と共に、雲霊で焼き殺され、兄が自ら検視したのだ。とにかく、本宮は誤って殺しても、決して見逃さない。揚州。皇后様、本宮は今日つい怒ってしまい、汝に謹慎を命じてしまいました。彼女はきっと傷ついているでしょう。明日、あなたが本宮の代わりに陳国公府へ行き、彼女の謹慎を解いてください。それから安永を数名。彼女の指揮に従わせなさい。汝に伝えなさい。我ががうちの娘は、決して無駄な屈辱は受けぬと。本宮が直接出るには不便なこともある彼女自身で、やらせるべきだ。ぬひ、承知いたしました。この下郎め、四王様の前で私の顔を潰した。おばさまは私を謹慎させた。ぶち殺してやる。お嬢様、小人は無実です。きっと。宋陽のあの先人が、何か手を使って、雲娘を買収したのです、お嬢様。ふざけるな、あの女が私より金持ちだというのか。貴蓮、続けて撃て、はい。この死に損ない。撃ち殺す。お嬢様、撃ち殺す。もう撃たないでください。これ以上撃たれたら、小人は本当に命がありません。お前みたいな醜い顔、花の肥料にもならん。貴蓮、撃ち殺したら、そのまま豚にやれ。はい。お嬢様。撃ち殺す。お嬢様、私を人間と思わないで、私を、小川で飼っている一匹の犬と思ってください。ワン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 。なかなか面白い。じゃあ、私の犬になれよ。飽きたら、牛や馬になってね。お嬢様がお喜びなら、何でもなります。いいね、その根性。お嬢様、あのやつ、嘘はつけないでしょう。宋陽はしたたかです。前日も、偽って手を組んで、龍雲芸を倒したじゃないですか。あの厚かましい女、いつか剥がしてやる。朝早くから、誰の皮を剥ぐの？出て行け。どうして来たの？これらは宝木宮の隠密です。腕は確か、皇后様がお使いのために、差し向けました。謹慎も、四王子への見せかけです。一番お気に入りですから、辛い思いはさせません。使い方はお好きにどうぞ、と。では、お伝えください。蘭寿は最近、美人蘭を育てています。最高の美人を、肥料に、花が咲いたら、宝木宮へ届け、お慰めに。はい。急ぐな。師匠。マント。師匠、どこ？師匠、急ぎのようです。師匠。宋さん、忙しすぎます。師匠も付き合って演奏まで。最近、痩せましたよ。師匠、用事があります。早く行け。入りますよ。しまい、師匠は着替え中だ。待って。
はい。あれ？シアニ、どうして師匠の部屋に？俺と師匠は仲が良くて男同士だし。細かいことは気にしない。師匠、どうした？そんなに急いで。シアニ、ちょっと外して。師匠、少子達のこと。私に惚れたみたいです。で、チャンスを逃さず勢いに乗ります。どうやって勢いに乗る？師匠、ネムさんをください。師匠、一包みでいいから。また言うか。大胆な娘だな、王様に媚薬を。今度こそ本人に薬を持ってやる。師匠、やっと手に入れたチャンスなのに、もしも、また機会を逃したらどうすれば。師匠。シアニ、あなたはいつも師匠と一緒にいるから、もしかして。私は。姉妹、今日のそのスカート、すごく似合ってるよ。ちょっと。後ろ向いて、後ろも見せてよ。私に何個頭があれば、ネムさんを渡せるっていうの？あの人、どこ？師匠ったらケチなんだから SI 王妃にしてくれるって言ったくせに。結局、ネムさん一つくれないなんて。動けなくなったでしょ？この名工は全身の力を奪うの。2時間は力が入らないわ。王府を出るとき、王様に言ったの。1時間で戻るって。私が戻らなければ、きっと探しに来てくれる。時間を稼がなきゃ。ガーネさん、何か誤解してるんじゃない？私がリュウヤン NI を始末してあげたばかりなのに。私たちは味方なのに。この小娘、まだ芝居を打つつもり？ SI 王様を誘惑したのは、私への復讐なんでしょ？ソングヤオ。なかなか計算高いわね。この女。ジアンナンオモには証拠なんてない。ただ私を試してるだけよ。ガーネさん。私はソングヤオなんて知らない。いいわ。あなたが違うって言うなら。彼女の父親も知らないはずね。ソングさん SI のこと。私は SUU の娘、SU ゼンです。全然知りません。あなたの言うソングさん SI なんて。11ライアン、あの鉢植えを持ってきて。はい。この鉢の中には、あのソングさん SI の遺骨が入ってるの。あなたが知らないって言うなら。目の前でこれを壊して、この老いぼれを。遺骨も残さずに。11ライアン。やめて。ソングヤオ、やっぱりソングヤオだったのね。この女。この毒婦、生きてる価値なんてない。この女、卵巣丘で死ななかったのか。今日私の手に落ちたのは、あなたの運が良かったってことよ。ジアンナンオも。いい末路は待ってないわ。あなたが根性で愛したものは。願うことは何も叶わないたとえ今日ここで死んでも。地獄で待っていてやる。11ライアンこのアマを殺せ。
父上娘は無力で自ら仇を討つことができませんでした。師匠。殿下ジアン BU ファンが兵を率いて駆けつけています。まずは宋お嬢様をお連れして退きましょう。師匠。ここにいるよ、痛いだろう。痛くない。師匠すみません、またご迷惑をおかけして。そんなこと言わないで、体の麻薬の効き目はまだ抜けてない。まずゆっくり休んで。大丈夫です。でも今回師匠、本当に私を破門にするかもしれませんね。今日は私を救うために、ジアン・ランゴムを殴ってしまった。彼女は許さないでしょう。師匠弟子のやったことは自分で責任を取ります。私が彼らを引きつけるから、あなたたちは急いで城を出て。もう戻ってこないでしばらく身を隠して。ソングヤオ。そんなことしなくていい。師匠。私はまるで厄介者みたいだと思って。ソングヤオ痛いときは。痛くないなんて言わないで、あなたは決して厄介者じゃない。あなたはこのヤンフーイが自ら引き取った弟子だ。今後たとえどんな大きな問題を起こしても、師匠が必ず解決してやる。この世に私を気にかけてくれる人はもういないと思っていた。怖くないか痛くないか。師匠。師匠があなたが昏睡中まだ一握りの土を握りしめているのを見た。きっと特別な意味があると思って持って帰ったんだ。師匠。そんなこと言わなくていい。後日話したい時が来たら、その時に教えてくれればいい。ジアン BU ファンの敵へ。なかなか早いな。君子鉄騎兵が追ってきました。まずゆっくり休んで師匠が。ちょっと厄介事を片付けに行く必要がある。痛い。父上。私の大事な娘。父上。少し我慢して。どうだタイ娘の様子はどうだ。様、お嬢様は4本の肋骨を蹴り折られました。1ヶ月近くは床に伏せるでしょう。父上。ランエル、大丈夫だよ。シーリエン、太陽をお送りしてくれ。はい。父上、必ず私の仇を討ち、奴らを皆殺しにしてください。安心しろ、父はすでに鉄騎兵を捕らえに行かせた。奴らは逃げられない、卑しい者どもめ。我が大切な娘をいじめるとは、必ず奴らを。皮を剥ぎ筋を抜いてやる。道理で戻ってくるはずだ、報告。陳国公用、鉄騎兵が戻りましたか。ただ、馬だけが戻りました。鉄騎兵16人は、全員行方不明です。何？父上の鉄騎兵は一騎当選の精鋭です。当時孫ヤオを救ったのは2人だけ。彼らは仮面をつけていました、2人で。しかも名号を浴びた孫ヤオを連れて。どうして16鉄騎兵に対抗できた？もしかしたら、彼らには仲間がいたのかも。若者、誰が我ら陳国公府の16鉄騎兵の強さを知らぬというのか。父上、誰がそんな大胆にも公然と我ら陳国公府に敵対するというのか。一人で我が16鉄騎兵に対抗できる者は、
ただ一人、大燕国第一の戦神。シャオスーチェン。あなたはソンヤオのあの卑しい女のために、私をここまで踏みにじるとは。ここは王府？私はどうやって戻ったの？師匠だ。きっと彼が私を送り届けてくれたんだ。シャオ、スーチェン。暑い。体中が痛い。あの名香には、不覚を起こす毒が混ざっていた。あなたは熱を出している。薬の効き目が強まった。おとなしく。薬を飲みなさい。楽になるよ。彼はどうして私が名香を浴びたと知り、薬理に詳しい？もしかして、師匠が彼に教えたの？師匠はなぜ残らず、私が目覚めるのを待たなかった？王様。あなたが一晩中私を看病してくれたの？シャオ、スーチェンはますます私を気にかけている。本来なら喜ぶべきなのに、でもなぜか。目覚めて一番会いたいのは彼じゃない。この結婚の位置、どうして師匠が馬車の中で、私の傷の手当てをしたとき、ついてしまったのと同じ。何をしているの？昨日は慌ただしくて、上着だけを着替えたの。殿下、あなたの袖口。どうして血の跡があるの？昨夜、絵を描いている時に、うっかり絵の具をつけてしまったんだ。たまたま赤い絵の具で、たまたま袖口の位置だった。殿下、私はね、一番得意なのが、服についたこういう絵の具の処理なの。脱いで。私が洗ってあげる。王府には使用人がいないわけじゃない。病人のあなたが、私のために服を洗う必要はない。もう目が覚めたなら、私に話してくれ、昨夜一体何が起こったのか。なぜあなたは全身傷だらけで、王府の脇角に倒れていたのか。あなたを見た医者は、あなたが麻薬の香りを浴びたと言った。まさか本当に偶然？私が考えすぎたのか。私の目の前で、ぼんやりしているなんて。この懐かしい仕草。あら、何をぼんやりしているの？私、殿下、私、ただちょっとお腹が空いただけ。
殿下、読みたいお嬢様にご用意するようお命じになった鶏の細切りと泡の粥。食欲をそそる前菜、肉団子、それに蜂にスープができました。殿下、私たち、食事しながら話せませんか？降りてきなさい。生姜は食べない。うん。私はあなたの好みを知らないから。使用人に、生姜の千切りを多めに入れて体を温めるように言った。まず他のものを食べなさい。殿下、ありがとうございます。どうやらギアオエス愛チェンの私への好意が、日に日に深まっているようだ。父上、天井でよく見ていてください。娘は必ずあなたの、仇を討ちます。お腹いっぱい。殿下、お腹いっぱいです。生姜の千切りを取ってくれてありがとう。お腹いっぱい。さあ、私に話してくれ。昨夜何が起こったのか。殿下。昨夜、ジアンナン・モモが人をやって私をさらった。彼女は私に王府を離れるよう、殿下に二度と会えないよう強要した。私が同意しなかったら、彼女は無知で私を撃った。幸いにも、二人の親切な人、武術に優れた人が通りかかって私を助けてくれた。私を送り返してくれた。そうよ。いつになったら私を信じてくれる。素性を打ち明けてくれる。殿下、もう二度と会えないかと思いました。ご安心を、この件は必ずあなたのために正義を取り戻します。正義を取り戻すだと？あの時私は父の亡骸を引きずり、結晶したためて役所に訴え出た、賢霊も言った。正義を取り戻すと。だが後で、彼は私を半殺しにし、乱草を丘に捨てた。この世で自分自身のために正義を取り戻せるのは自分だけだ。殿下、そのお心だけで十分満足です。ただ、私は一介の平民に過ぎません。私のために。画家を敵に回す必要など。陳国公は朝廷で権勢を振るい。教皇后は国の母。このが乱縮が。彼女は、たとえ私を撃ち殺しても、誰も気に留めはしない。私は気にする。殿下、あなたは、本王は常に外で戦っている。国土の安泰と、民の安寧のために。陳国公の娘と言わず、陳国公本人であろうと、向こうを殺せば、証拠が確かなら、時期が熟するを待ち、抗議士は捕らえる。うん。あよう、少し待ってくれ、もう少し時間を。ガ家が返すべき地の借りは、
お前の父、宋三氏だけではない。12年前、独孤家一門の148人の命。なんて本宮が送り込んだ4人の隠密は、あの女を始末できず、全員重傷を負った。はい。役立たず友が。彼らを傷つけた者は相手は仮面をつけており、隠密たちは顔が見えず、男2人としか。バカ友め。あの小娘が本当に毒子九遥かなら、彼女を守る者は誰だ ?12 年前に。全滅しきれなかった毒子軍の残党か、それとも法雲省の実家の者か。放火は石没され、3代以内の親族はみんな奴隷となった。それでもまだ全滅はしなかったな。お前、そこに突っ立って何をしている？さっさと誰かをやって調べさせろ。一体何者だ？我が身の安永を傷つけるとは。はい。調べる必要はない。彼らが何者か、すでにわかっている。兄上、安永を傷つけた者が何者か、もうお分かりだと？本当ですか？彼らが傷つけたのは、お前の安永4人だけではない。我が敵営の精鋭、16名もだ。新国王の家が王妃の西国名と内緒され備えた。その者は一体、何者なのだ？これほどの手腕を持つとは。皇位の安永を壊滅させ、たった一人で我が敵騎営16名を相手にしたというのか。大燕国第一の戦神。小指針以外に言おうか。小視達だと。小視達があそこまで守ろうとするのは、彼女しかいない。四王府にいる祖神。あの年の毒子供養だ。小視達はこの2年間、密かに毒子文高の敵国通報の件を調べていた。今度は、一商人毒子供養を見つけた。それがどうした？たとえ彼女が本当に毒子供養だとしても、12年前はまだ10歳の小娘に過ぎん。何を知っているというのだ。慌てるべきは、彼、小視達の方だ。国賊を説うとは、私が正常に上奏すれば、小視達は王子であろうと、牢獄に落とされる。しかし、小視達はここ数年戦い続け、軍中の威信は極めて高い。今、国境はたじたなん。小視達がいなければ、とっくに戦火が広がっていただろう。つい先日、陛下は彼に、単価鉄剣、免死金牌を下賜された。おそらくは、昔の一件で処罰されることはあるまい。戦に長けていようと、どうだという。あの年の毒子文高だって、勇猛で戦巧者ではなかったか。その末路は、ただ焼け焦げてのに捨てられ、野獣の餌食となっただけだ。もしキアオエスアイチェンが空気を読まないなら、彼を2番目の、デュグーエンキアオにしてやろう。心配しなくていい私が処理する。今日は別の件で君に頼みがある。兄上、どうぞ。大豆も国寺のそばに私塾があって中に、11、2歳の少女がいる名は浮木ある。手を尽くして彼女を宮中に連れ戻ししばらく君のそばに置いてくれ。それは難しくないわ。太后様がここ数日ご体調が優れず、ちょうど皇帝に申し上げて大小国寺へ。太后様のために今日を移し祈願するつもりその時、私が直接あの私塾へ行きあの少女と縁があると言って、連れ戻せばいい。それはよかった。兄上、あの浮木は一体何者なの？そんなに気を使わせるほど。彼女は重要ではない。だが彼女の父親が12年前私のそばから、極めて重要なものを盗み出した。これは我がが一族の命運に関わる。
殿下。彼女の骨盤は断裂しており確かに難産による死です。ですが遺体には胎児がありません。おかしいです、殿下。検視簿の記録によれば、羅氏の妻王氏は難産で死亡したはずで、女児も死産1屍2名となっています。だとすれば誰かが故意に偽装し、この子を発見されないようにしたということだ。殿下ご指示通りここ数日、H 便の過去12年分の行き先を調べましたが、何ら怪しいものは見つかりませんでした。ご苦労様、缶を元の位置に戻してくれ。殿下 H 便の手には本当に、デュグ将軍の無実を証明するものが。12年前、ルグ将軍はルグ家軍と妻子を連れ、ジアンビーユファンに任令まで追い詰められた。行方不明のドゥグジュヤを除けば、生き残ったのは H 便ただ一人。ジアンビーユファンは12年も彼を探し続けた。彼の手には、必ずやジアンビーユファンが恐れるに足るものがある。しかし今や H 便は死んでしまったあの者は、すでに、ジアン BU ファンの手に渡っているのでは？ H 便が口封じされたのは相手のやむを得ぬ措置だろう。彼は H 便が我が手に落ち耐えきれないのを恐れたのだ。最後、彼は物を差し出した。最初は、彼がそれをどこかに隠すと思っていたが、今となっては、この命を守るに足るものを、自分の娘に託したようだ。時を計算すると、H 便の娘は、だいたい12歳くらいだろう。了解。すぐに調べに行く。戻れ。H 便はここ数年、多くの偽名を使ってきた。その中でウエスアイという名前が最も多用されている。彼の娘も姓を語に変えているはずだ。教州の地元で、比較的有名な私塾を調べてみろ。なぜか。H 便は大雑把な男だが、彼の妻は元の秀才の娘だった。彼は毎年、妻を祀るために戻ってくる。二人の仲は相当深かったはずだ。彼は必ず自分の娘を、地元で一番良い私塾に通わせている。了解。戻れ。ソングヤオの好きな食べ物を買って、衣館に届けろ。彼女は今夜来る。殿下、料理を作るだけでなく、彼女の一番好きなものを選んで買うのですか？うるさい。ああ、そうだ、生姜は買うな。彼女は嫌いだ。はい。やばいやばい。殿下は完全にのめり込んでしまった。シアに、こんなにたくさん買ったの、全部私の好きなものだ。それに金秋坊のお菓子も。全部、師匠がわざわざ頼んだのよ。お師匠様は本当に優しい。優しいどころか、本当にあなたに良すぎるよ。わざわざ生姜を買うなって言ってた、あなたが嫌いだから。師匠って本当に。待って、師匠、どうして私が生姜嫌いなのを知ってるの？私は一度も言ったことないのに、私が生姜嫌いなのを知ってるのは、弟様と。生姜は食べないの？うん、嫌い。師匠に甘えてサボるんじゃないよ。こっちに来て野菜を選んで手伝って。もしかして師匠は本当にキアオエスアイチェンなのか？師匠の顔に字でも書いてあるのか？いいえ。じゃあ、ずっと見つめてどうしたんだ？ダメ、試してみなきゃ。師匠。一つお話ししたいことがあるんです。いえ。今夜中に、キラオエスアイチェンとちぎりを結ぼうと思っているんです。
師匠、ゆっくり飲んで。師匠、ご安心ください。ネムさんを手に入れました。キアオエスアイチェンに飲ませさえすれば、すべては自然と成就します。ダメだ。彼に気づかれてはいけない、だろ？いや、ご安心ください。細心の注意を払います。それに、キアオエスアイチェンも今は私のことが好きです。こういうことをするのも、彼も割と乗り気なんじゃないでしょうか。師匠、わかりました。今すぐオーフに戻って準備します。ネムさん。少しばかりの焦がしさを、師匠にまで使うと花。あの小娘、おとなしく弱々しく見えて、なかなか機転が利く。痛いか？大丈夫。親分が薬を買いに行く。焼き鳥も買ってやる。5本。あなたは誰？何をするつもり？さっき、あの男の財布を盗んだな。彼が戻ってきて探したら、訴え出るぞ。牢屋飯を食うのが怖くないのか？あいつが先に私たちをいじめたんだ。私はただ、少しばかりの授業をもらっただけだ。私を信じてくれるなら、財布を私に渡しなさい。きっとあの小娘だ。なんと私の財布を盗んだ。捕まえて、手を追って、役所に突き出す。よかった。キギー姉さん、捕まらなくて、ありがとう。私は、SU 前、SI オーフに住んでいる。これから何かあったらいつでも私を訪ねてきなさい。SI オフなら彼女も役所の人間か。私はキアオタオジ、彼女は5。私は彼女の親分、HETDR だ。この小娘、警戒心が強くて本当の名前を教えてくれない。まあいい、私ももともと SU 前ではないし。キアオタオジ、KER。今日をいて私たちは知り合いになった。用事があるから先に行く。キギー姉さん、あなた命名は5さんなのに。なぜ彼女に何さんだと言ったの？お父さんが言ってた。いつでも役所や宮中の人間に会ったら、信用してはいけない。ましてや私の身分を知らせてはいけない。あら。父上もどこへ行ったのかわからないし。もう随分会いに来てくれないわ。殿下、本当にお忙しいのね。最近、お疲れでしょう。骨付き肉のスープを作ったの。このスープに、きっと彼女が媚薬を入れたに違いない。彼女に心惹かれてはいるが、わかっている。彼女は本当に私を慕っているわけではない。どうして私が。本王は今、まだお腹が空いていない。でも殿下、これ、私がずっと作っていたの。一口だけでも味見してよ。誰だ？師匠、捕まえた。よみがえさん、ちょっと待ってください。どうしたの？私が殿下に手作りのお菓子を届けに来たの。あなたが手作りしたからこそ、止めなければならない。殿下は公務でお忙しい。今日はお会いできません。よみがえさんはどうかお引き取りください。わざと私を避けているのね。もしキアオ SI チェンが師匠なら、じゃあシアニは。まさか彼なの。よみがえさん。私の顔に何かついてるのかしら。よみがえさん、距離を保ってくださいね。
菅将軍。どうして見れば見るほど、あなたが優しくて親しみやすいと感じるの。殿下がお忙しいなら、私は後でまた来るわ。お疲れ様。やっと帰った。おかしいな。私、何を怖がっているの？ヒアオエスアイチェンはもう2日も私を避けている。衣官の師匠もこの2日は薬草を取りに出かけると言っていた。誰も会ってくれない。殿下。みんな私を避けているのね。いいわ、方法はいくらでもある。あなたに自分から私を探しに来させる。SI 殿下。お付きの者から聞いた。あなたが病気で、高熱が下がらないと。私に知らせるなと言い、医者も呼ぶなと。殿下も私に会いたくないなら、私は病気で死んじゃえばいい。そうすれば、殿下がいつも私を避けることもなくなる。会いたくないわけじゃない。ただあの時は。殿下、わかってるわ。殿下。ご安心ください。明日の朝には、私は屋敷を出ます。これからの人生、二度と会いません。はいはい。この脈、強くて力強く、生き生きとしている。病人の脈じゃない。彼、私の脈を見てる。まずはゆっくり休んでくれ。本王は今夜、まだ公務が残っている。脈は早いが、焦りや不安の兆候はない。彼女は M3 にはかかっていない。また脈を見てる。王様、私は休みます。随分とずうずうしくなったな。本王に噛みつくとは。じゃあさ。じゃあ王様、噛み返してください。本王は今夜、本当に重要な公務がある。先に休んでくれ。王様、辺境からの密書が800里下級で届きました。王様、巫女前に郷土軍を野襲し、彼らの将軍2人を射殺されて以来、郷土の大軍は、国境からより離れておとなしくしていました。ところがおととい、我が軍の食料庫を吸収してきたのです。幸い王様が事前に察知され、食料庫を移動させていたので、大きな損害は出ませんでした。軍の食料庫は常に厳重な警備下にある。その場所は、の最高機密だ。郷土軍が、どうして正確に一度で襲撃できたのか。おっしゃるのは、軍に内通者がいるということですか？12年前、六個将軍が郷土軍と開戦する直前、軍の食料庫が焼かれ、軍の士気は大きく乱れた。そんな大事が、当時は朝廷に一度も報告されなかった。半年前にやっと私が調べ上げたのだ。おっしゃるのは、この黒幕が、かつて徳古大将軍に使った。手口をそのまま王様にも使おうとしている、と
ならば見せてもらおう。奴に一体どれほどの手があるのか。本郷の密命を伝えよ。軍の食料庫が襲われ、甚大な被害が出た。表記将軍、何吉忠に命じ、周辺13の城から食料を調達させよ。遅滞なく。王様、何吉忠は。よかろう。承知いたしました。王様、その髪跡は。宋の娘が噛んだのですか？随分と強く噛みましたね。私が薬を探してきましょうか。構わん。しかし、宋の娘がこの2日で衣館に行き、この髪跡を見たらどう説明なさいます？彼女が何を見ようと。それが真実だ。は。いつまで演技を続けるつもり？師匠。だいぶ図に乗ってきたな、師匠をからかうとは。師匠、最近の天気は涼しくもないのに。なんでそんなに首元が高い服を着てるの？まさか、暑くないの？昨夜、生意気な子犬に噛まれたんだ。でも、普通にしていて子犬が噛む理由なんてないよ。もしかして、あなたがちょっかい出したんじゃない？師匠、弟子が代わりに。傷の具合を見てあげる。師匠。私がやる。師匠、今日。その仮面、外してもいい？師匠、この大嘘つき。これからは、もう二度と嘘はつかない。信じないよ。我、キアオエスアイチェン、変に違う。今後、栄養に対して一言でも偽りがあれば、雨を出すことだ。やめて。何言ってるの？誰がそんな恐ろしい誓いを立てろって言ったの？あなたはこれから、長生きして平穏に過ごすんだから。僕を責めないの。あなたが身分を隠して民間に潜んでいるのには、きっと理由がある。それに、あなたは二度も私を助けてくれた。私があなたを責める資格なんてない。それにさ、私にもあなたに隠してることがあるんだ。知ってるよ。あなたが SI オフに近づいたのは。本当に私に心を寄せたからじゃないって。冤罪です。SI 王様、下官は冤罪です。だから、あなたはずっと父の冤罪事件を調査させてたんだ。前に抗議志士があの剣霊を捕らえた時も、この剣のためだった。あの男はあまりにも多くの悪事を働いた、自業自得だ。あの事案乱主については、彼女を罰する前に、画家全体を、根こそぎにしなければならない。あよ、もう少し時間をちょうだい。きっと真相を明らかにしてみせる。王様。信じてる。父上。どうか、あの世で安らかにお眠りください。あよ、これからは復讐のために。無理に SI オフに留まる必要はない。君は自由だ。君がしたいことを、何でもしていい。うん。あよ。よく考えたのか。キアオエスアイチェン。今日から。私もあなたに嘘は一切つかない。私はソングヤを心からあなたをしたい、と告ぎたい。
あなたが以前ヤンフーイーであろうと、SIO キアオ SI チェンであろうと、しかし、一つだけ、あなたに打ち明けなければならないことがある。今はまだ。正式に迎え入れ、あなたを私の王妃にすることはできない。私には、12年間続けてきた。どうしても成し遂げなければならないことがある。それは12年前の、大将デュグーエンキアオ、敵国に内藤宿国に背いた事件に関係しているのか？あよう、この件は知らぬが花だ。だが一つだけ。あなたの口から直接聞きたいことがある。あの日、大号の誕生宴で、私は気づいた、あなたはデュグジューヤオに対して、特別な感情を抱いていると。あなたがここまでこの事件を調べようとするのは、もしかして、デュグジューヤオがあなたの若き日の、心から慕っていた人だからなのか？違う。私は幼い頃から深い宮中で育ち、最も寵愛されない王子だった。ルグジュヤオこそが、私の若き日、唯一の友だった。彼女は幼いながらも義兄心に富み、国に忠誠を尽くしていた。私は彼女を称賛し、より一層尊敬していた。大将ドゥグーエンキアオもまたしかり。彼ら一家が敵国に内通するはずがない。私はこの数年、ずっとこの件を計画してきた。ルルカ軍、148人全員が、運霊で無念の死を遂げた。私は必ずや彼らの汚名を注ぐ。エイヤオ。この件が成就した暁には、必ず皇城に上奏し、盛大な婚礼を挙げ、あなたを王府に迎え入れよう。しかし、たとえ、キアオ SI チェン。あなたが勝とうと負けようと。このソングヤオはあなたに嫁ぐ覚悟だ。私は豪華な婚礼も、天下に知れ渡る式もいらない。今日ここで、天地を証人として。私、ソウヨウは、あなたの少家の嫁となります。私、少子達は、三尾の幸いです。殿下。あよう。もう一つ、あなたに渡すものがある。この腕は、高価なものではないけれど、これは私の母が、唯一残した形見なんだ。私はてっきり、この世で良き人に巡り会えないと思っていた。この腕輪は、私と共に棺に入るはずだった。でも、幸いなことに、天が私を見放さなかった。あよう。この腕輪を一度はめたら、あなたは私の妻になる。よろしいですか？殿下。普通。ワポンにこう書いてある後は、全部省略されてるんだ。あよう。いい。あの省略された部分。私が教えてあげる。殿、南義中将軍からの密書が届きました。
やはり老夫の思った通りだ。兵糧が焼き払われ、小子たちは、すぐに人脚を乱した。何をしただに明治を。周辺13州に秘密裏に軍領を借りるように。あの小子神は、軍中で、自分が一番だと思い込んでいるが、牢屋が一歩先を行っているとは知るまい。とっくに人を密かに軍営に潜り込ませている。彼は夢にも思わないだろう。表記将軍の南吉忠が、あなたが密かに育てた養子だと花。ここ数年、軍営での一挙一動は、すべて我々の掌握の中にある。小子神。特攻文幕のような無謀者とは違う。彼は若いが、心に深い情報を持っている。今回の食料倉庫の焼き討ちは、老夫からの最後の警告だ。小子たちの小僧。今頃は、老夫に逆らう末路が分かったはずだ。殿、我々の次の手は、まず人を使わして名刺を届け、小子たちを招こう。お屋敷にて荘園を設け、また、H.E. ゾングに密書を届けよ。我の命なくして、13州の兵糧は平営へ戻すべからず。閣下、この手は見事です。もしギアウェサイチェンが分からずやならば、兵糧を断ち、郷土にいつでも出兵させ、不意をついてやるのです。何をたわごとを、郷土と私に何の関係があるというのか。ロードが過ちを犯しました。でたらめを申しました。次回またこのようなことがあれば、舌を抜いてやる。はいはい、ロード、次またこのようなことがあれば、ロード、自ら首をくくります。はいはい。ご主人様。ご主人様、大変です。いえ、お前たち二人の卑しい女が、こっそり私の薬をすり替えたのだろう。でなければ私の顔の傷が、なぜずっと良くならない。お嬢様、お許しください。この薬は太医院が調合したもので、下々の者どもは、何も知りません。黙れ。私の顔の傷が一日でも治らなければ、誰も楽にはさせない。お前たちの顔をすべて切り裂いてやる。全員顔を上げろ。上げろ。ライン ER。何をしているのだ。弟様。庭にいる卑しい女たちを全員捕らえよ。きっとこの卑しい女たちが私を病み、私の薬をすり替えたに違いない。でなければ私の傷がどうしてずっと良くならない。ライン ER。さっさと消え失せろ。今日のことをもし誰か一言でも漏らせば、誰も生きては返さぬ。消えろ。弟様、まだ怒りが収まりません。ライン ER。家のこの下々の者たちに薬をすり替える胆力などあるものか。隊員の公約が効き目が少し遅いだけだ。もう数日辛抱しなさい。弟様がいい知らせを教えてやろう。弟様はすでに SIO 府に招待状を送らせた。数日後、ギアウェスアイチェンを招いて、二人の婚礼のことを相談するのだ。本当ですか、弟様。もちろん。ギアオエスアイチェン。彼がどうして私と結婚する気になるでしょう。彼の心は今、すっかり、ソングヤオというあの卑しい女に奪われている。私が今のこの姿なのは、すべて彼女のせいです。ライン ER、心配するな。弟様に考えがある。ギアウェスアイチェンを、自らひざまずいて謝らせます。弟様。数日後、私の顔の傷絶対に治らないでしょう。ギアウェスアイチェンに、こんな姿を見せられません。医者が言うには、隊員の薬は天下で最高のはずです。弟様最高の医者を探してきてください。はいはいわかったライン ER 焦らないで。父がすぐに手配する落ち着いて。事案なものは女は知らないでしょう。隊員の薬実はこっそりすり替えてあるんです。彼女の顔の傷は治るどころかむしろ悪化しています。今こそ私のチャンスです。
下賤な奴誰が来ていいと言った。が様小人はあなたの悩みを解決しに参りました。小人は名誉を知っております。短時間で、あなたの顔を完璧に直すことができます。連れてこい。が様をお覚えでしょうか。あのソングヤオの以前の姿を。あなたはソングヤオの顔を直した名医を知っているの？その名医こそイセンと呼ばれるヤンフーイーです。聞いたことはある。評判は高いが。ただの民間のヤブ医者でしょ。そんなにすごいのか。ソングヤオこそ最高の証拠ですよ。連れてこい。私がヤンフーイーなんて知るわけない。でも隊員の薬を持っている瓶を変えれば、ヤンフーイーから買った霊薬に変身します。が様、あのヤンフーイーは気難しい性格で、診察には出ません。しかも縁のある人にしか薬を売らない小人には方法があります。その薬を手に入れるお手伝いができます。ただし、条件は早く言え。小人は元の役職に戻りたい。何の何時か SI 王妃になれば、私の一言で済むこと。ありがとうございますが様。ありがとうございます SI 王妃様。早くやれ。はいはい。お嬢様、本当にあの男を助けて賢霊に戻すのですか？ありえないでしょう。あの時彼が罷免されたのは、キアオ SI チェンの逮捕令によるもの。もし私が SI 王妃になったら、彼を元の役職に戻すなんて、うちの SI 王様の顔を潰すようなもの。お嬢様、彼が薬を持ってくるのを待ってからという意味ですね。ただの犬ですよ。私の庭の花の肥料にもなりません。その時は、深い山に捨てて、豚に食わせてしまいましょう。お嬢様。この女め、私を死なせようとするなら、あなたも生きてはいられないわ。申し訳ありません。当店は閉店いたしました。おい、お前さん。お客様、何をお求めですか？家に蛇やネズミが多いのですか？じゃあ、一番強い毒薬をください。ありますよ。少々お待ちください。これは血を見れば速攻の毒薬です。これを食べ物に入れてください。蛇やネズミが少しでも食べれば、すぐに死にます。お使いになるときは、くれぐれもお気をつけください。この薬が手に少しでもつくと、すぐに腐り始めます。肉が大きく取れてしまいます。がお嬢様、薬を手に入れました。運神が言うには、この薬は、最後の一瓶だけです。早く効果を出すには、一度に多めに塗る必要があります。私は最短時間で美貌を取り戻したい。キアオエスアイチェンと結婚したら、私は教州で一番美しい女になる。いや、天下で一番美しい花嫁になるわ。出て行け。はいはいはい。11ライアン。早く塗って、早く。ああ、痛い。私の顔が痛い。お嬢様。エイヤを、今日は剣術を教えます。身を守るために使えます。習得すれば、数人の小物を相手にするのは問題ないでしょう。あよ。集中して、剣をもっと早く出しなさい。エイヤを、
今後、私がいつもそばにいられるとは限りません。これを学んで、これからは自分で身を守れるようにしなさい。私は以前、剣を習ったことがないはずなのになぜか、剣を握る感覚がとても懐かしい。あよう。どうしたの？頭が。ただ、頭がひどく痛いんです。私が悪かった。無理をさせすぎた。今日はここまでにしよう。休むのを手伝いましょ王子。部下はあなたが忙しいのを知りませんでした。後でまた報告に来ます。私は先に。う。戻れ。何の報告だ？新国甲府で事件が起きました。昨日の夜から教州で最も名高い数人の名医がジアン・ビューファンによって次々と新国甲府に招かれている。噂によると、ジアン・ラモの病気を治すためだという。私が行ってみよ新国甲府は、行きたい時にいつでも行ける場所ではないぞ。う。しかし、私が一緒に行こう。殿下、あなたはなおさらいけません。昨夜、ジアン・ビューファンは脱走させて落とせ。あなたに一生を求めたが、あなたは死者さえも中に入れなかった。それに、ジアン・ビューファンのあの老いぼれは、非常に覚えやさ。誰が、殿下の身分で行くと言った？新国公が今、広く名医を探しているならば、もし宇宙船のヤンフーイが訪ねてきたとしたら、彼はきっと望んでやまないだろ無力ですとはどういうことだ？殿、ダ様の顔全体の皮と肉が全て叩いている。我らの力では限界があり、保証できるのは、ダ様の病状がこれ以上悪化しないことだけだ。彼女の顔を元通りに戻すことなど、我らは神仏ではないのだ。役立たずどもめ。ヒョウ、お前たちが、ライン R の顔を直す方法を思いつかなければ、誰も陳国甲府から出ていくことは許さん。殿、たとえ、我らを殺したところで無駄です。ただし、異中船のヤンフーイーを除いては、もし彼を連れてくることができれば、お嬢様の顔は、救われるかもしれない。そうだ、異中船のヤンフーイーだ。殿、外に面会を求める者がおります。追い返せ。ヒョウは誰にも会わぬ。彼はヤンフーイー、雲先生と名乗っております。すぐにお通ししろ。待て、私が自ら迎えに出よう。殿、雲先生が到着されました。あなたが、異中船のヤンフーイーか。聞くところによると、新国甲府は多額の報酬をかけて、名医を探し、ガ様の病気を治そうとしているそうだ。私が試させていただきたい。雲先生、お面を外して、この老夫に、お顔を拝見させてはもらえまいか。どうやら陳国公は、真心から医者を求めているわけではなさそうだ。では、これ以上時間を無駄にはしない。殿、噂ではあの雲先生は、決して素顔を見せないと聞きます。雲先生、お待ちください。老夫の考えすぎであった。お怒りなきよう。どうか即刻、府内へお入りいただき、小娘の診察をお願いしたい。もし小娘を治していただければ、老夫、必ずや多額の謝礼を差し上げよ殿、う。何を慌てふためいているのだ。ヌヒがちょっと川屋に行って戻ったら、お嬢様がお部屋にいなくなっていました。なんだって。早く探しに行け。はい。
この下賤な姫が私を誘拐するとは。お前を八つ裂きにしてやる。誰か来て、私を助けて。叫べばいいさ。ここは陳国甲府で一番偏僻な焚き木部屋。誰にも聞こえやしない。殺さないで、お金が欲しいんでしょ。私の部屋に宝石箱があるから、好きに持って行って。お金なんていらない、高蘭宿。血の償いをさせてやる。本来なら数日後には、社用が結婚の申し込みに来るはずだった。私たちは用順地味でずっと前から、結ばれる約束をしていた。今、こんな姿でどうして彼に嫁げるの？私が悪かった。医者を呼んで顔を治させて豊かな持参金も出すから。そうすれば社様もあなたを嫌ったりしないわ。その偽善者の顔をしまいなさい。私が陳国甲府に3年もいれば、あなたの人柄くらいわかる。あなたの目には、私たち下々の命はありか。少しでも気に入らないと、すぐに殴ったり罵ったり。あなたが花の肥料にされ、裏庭に埋められた亡霊たちは、数十人にも上る、高蘭宿。あなたは極悪非道。とにかく私の人生はもう台無し。天がお前を罰さないなら、私が今日こそお前を殺す。これ以上誰かを害するのを防ぐため、あっちへ行け。誰か。君子、助けてください。あの卑しい女を殺してくれたら100両あげる。高蘭宿。よく見てごらん。私は誰だか。そうよ。ここの鉢植えの一つ一つに、あなたに、殺された命が眠っている、毎日ここを通るたび。彼らの泣き声が聞こえないの？怖くならないの？ここの亡霊たちは、みんなあなたに命を返せと迫っている。私に何の関係があるの？私が直接殺したわけじゃない。あいつら下賤な者たちが、自ら死を選んだんだ。どうしてそんなに人命を軽んじるの？わかっているの？あなたが殺した一つ一つの命には、皆、彼らを宝物のように思う家族や愛する人がいた。庶民の怒りは、千里を流血させることもできる。下賤な者ども、よくもそんな芝居ができるな。銀子が欲しいのか、それとも田畑や屋敷か。お前は、全く救いようがない。お前、何を巻きやがった。命を返せ。来るな。近づくな。これは師匠がくれた幻覚剤だ。どんな人間が、何を見るかはそのものの信じたいだ。彼女の心に鬼がいるから。当然、鬼が見えるのだ。来ないで、私じゃない。命を返せ、来るな。あの女だ。この女が私を陥れた。SI 王子を奪った。あの女を殺してやる。この女。命を返せ。私が殺したんじゃない。ふん。俺はまだ死なねえぞ。お前らごときが捕まえられるか。私じゃない。私に罪はない。どけ。高蘭宿。まさかこんなところで会うとはな。私じゃない。とにかく高蘭宿のあの女。今は狂っている。俺が行く前に殺してやる。誰にも知られずに済む。俺のせいじゃない。下賤な者め、俺を殺そうとはな。
ざまあみろ。善悪には必ず報いがある、こう乱祝。ついに父上の仇を討った、父上。娘がついに仇を討ちました。まだわからない。お前は何者だ？お前と同じものだ。よし、今は悲しむ時ではない。早くここを離れよでも今の私の姿では、決まっていた縁談も、おそらく破談になるだろう。本当にあなたを気にかける人は、あなたの容姿を気にしない。う。うん。大胆な下姫、陳国公の令状を妨害しようとは。先に行け。あなたを置いていけない。王子。大丈夫か。ここに留まるのは危険だ。先に立ち去ろう。王子、どうして陳国公府には誰もいないのですか？官営が捜索令を持って、抗議士の者を率いて、陳国公府に当藩を逮捕しに来た。今、陳国公府の全員は前邸に集められている。先に行こう。王子とそうお嬢様のご恩。11不安は一生忘れません。11不安、もう遅い時間です。急いで城を出て、ここ数年は戻らないでください。1日2回、顔の傷跡に塗ってください。完全には消えなくても、だいぶ良くなるはずです。王子、ありがとうございます。彼女の重い人は、もしかして、彼女の顔の傷跡を嫌がるでしょうか？もし彼女の顔の傷跡だけで嫌がるなら、その人は夫とは言えません。どうしたのですか？王子はまだ覚えていますか？卵巣丘で私を拾った時の様子を。もちろん覚えている。もし私があの時の姿のままだったら、王子、私を好きになってくれましたか？この世には興奮ドクロがたくさんいます。美醜善悪は、いつも人の心次第です。私があなたを好きなのは、あなたの容姿とは関係ありません。あなたがどんな姿になろうと、私は、最後にはあなたを愛するようになると思います。王子、今日、父に会ったような気がします。私たちのような普通の農家では、女の子は16、7歳になると、結婚して嫁に行くべきです。でも、私は容姿が醜いため、22歳になっても、嫁に行けませんでした。父はあの人たちに目がないと言いました。でも実際は、彼は内心とても焦っていました。だから、事案乱主の懸賞金を請け負ったのです。彼はお金のため、私の顔を直すために、望んでいたのは、彼が亡くなった後、私が頼れる場所を持つことでした。おじさま、天におられる霊にご覧いただきたい。私キアオエスアイチェンが生きている限り、栄養を宝物のように大切にします。もしこれに背くことがあれば、天に打たれ、雷にへきかれ、良き終わりを迎えられません。またでたらめを言って。栄養。私のこの言葉は決して嘘ではありません。根性私が生きている限り、必ずあなたを大切にします。栄養、もし私があなたと白髪になるまで添い遂げられなくても、必ずあなたの行く末を整えます。王子。私もあなたと同じ気持ちです。キアオエスアイチェン。あなたがこれから歩む道を、私は生死を共にします。LINER、私の LINER よ、旦那様。お悔やみ申し上げます。一体誰が私の LINER を殺したのですか？講義士が捜索したとき、屋敷に一人の11不安という次女がいませんでした。11不安。ローエ、きっとあの娘です。あの日、お嬢様はご機嫌斜めで、彼女の顔を傷つけました。きっとお嬢様に恨みを抱き、復讐を取られているでしょう。手段を選ばず、あの卑しい女を捕らえよ。あの女の一族全員を我が LINER の供養に捧げる。講義士が捜索に来たとき、ヤンフーイートアの躍動も姿を消していた。どうも思うに、講義士の捜索のタイミングが妙にうますぎる。まるで恋に、あの雲先生に合わせたかのようだ。続けよ。老エ、全権霊竜エが、お嬢様に説かれていたことは、外部の者はほとんど知らない。講義士がどうして知り得た？しかも今日に限って、SIO の捜索令状を持って押しかけてくるとは。
つまり、お前は言うのだな。このすべてが、キアオ SI チェンの計画のうちだったと。漏洩、これは裏門の近くで見つかりました。これはヤンフーイーの仮面です。彼です、牢屋。ヤンフーイーはおそらく、あの日お嬢様を傷つけ、ソングヤを救い出した謎の人物です。どうやら、このヤンフーイーこそがキアオ SI チェンなのだ。彼がわざとこの仮面を残したのは、明らかに、正体を明かし、我に挑戦するつもりだ。キアオ SI チェンめ。お前を、かつてのドゥブカと同じく、葬る場所すら与えずに滅ぼしてやる。皇后様、当塾の女子生徒はみんなここにおります。どなたが皇后様にお供し、小国寺で太后様のためにお経を移し、ご加護を祈る永に良くするのでしょう。そこのお前たち、誰がウキギーアールだ？どうした？この塾に、ウキギーアールというものは一人もいないのか？確かに、かつてウキギーアールという生徒はおりました。しかし彼女は、性質が荒く、数日前に、二人の生徒と喧嘩をし、私にまで口答えをいたしました。私は、昨日、彼女を追い出した次第です。ウキギーアールの肖像画はあるか？ございます。塾の生徒全員の肖像画があり、毎年書き換えます。先生、その肖像画をお持ちいただけますか？皇后様、これがウキギーアールの肖像画でございます。絵師が先月描いたものです。密かに一帯を連れ、直ちにウキギーアールの行方を探せ。承知いたしました。おい、どこから来た汚い小僧小じきだ、さっさと失せろ。よみがえお姉さんを訪ねてきました。彼女は私の友達で、何か困ったことがあれば、いつでも彼女を頼れと言っていました。おいこの小じきめ人の話がわからないのか。この王府のご主人様に知り合いだなんてあり得るかさっさと失せろ。やめなさい。そう、お姉さん。よみがえお嬢様本当にご存知だったんですね。彼女は私の友達よ。これから来ても決してやめないで。はい。キアオタおじどうしたの？よみがえお姉さんうちの親分がもうすぐ病気で死にそうなんです。どうか助けてください。お父さん私いい子にしてるよ。置いていかないで。親分。家に帰りたい。親分気分はどう？よみがえお姉さんに助けを求めてきたよ。この子どこかで見た覚えがある。キティー R まさかウエスアイの娘だったとは。よみがえお姉さんうちの親分がもうすぐ病気で死にそうなんです。どうか助けに来てください。こんなに熱が高いならすぐにお医者さんに診てもらわないと。王府に連れて帰ろう。私の師匠が一番いいお医者さんだから。嫌だ王府には行かない。あっちへ行って。お父さんが迎えに来てくれる。ウエスアイはもう二度と戻ってこない。親分お願いだから王府に行こうよ。そうお姉さんはいい人だよ。あなたを傷つけたりしない。行かないお父さんが言ってた役人と宮中の人間はみんな。ろくでもない奴らだって。キティ R。あなたのお父さん。ウエスアイっていうの？あなたお父さんを知ってるの？うん。じゃあお父さんはどこにいるの？あなたのお父さんは世界で一番優しい父親よ。あの時私に言ってたわ。あなたの人形が古くなったから。新しいのを買ったって誕生日のプレゼントに。
あげるんだって、あなたのお父さんは私を助けてくれただから今度は。何があっても私があなたを助けるからいい？嘘つき私を騙して連れ去ろうとしてるんでしょ、お父さん。きっと死んでしまったんだ。ER。あなたのお父さんが新しい人形を買ってくれたの私の部屋にあるわ。持ってきて見せるからいい？どうしてそんなに慌てているんだ？王様。どうしてこうなったんだ？私のせいだ。親分のために粥を作ろうと火を起こそうとしたら。でも、あまりにも眠くて寝てしまった。それで火事になったの。私の人形がまだ中にある。緑寺、何してるの？命を粗末にする気？話して、あれは父上がくれた人形なの。父上に約束したの。絶対に大ごとにするって。緑寺。早く人を呼んで。どこ？危ない。大丈夫？なんで私を助けたの？言ったでしょ。あなたの父上に助けられたから、必ずあなたを助けるって。給与、生きて、絶対に生き抜いて。緑寺、あなた、ここから出て。じゃあ、あなたはどうするの？いい子、姉さんには方法があるから。早く行かないと、二人とも逃げられなくなるよ。早く。母上、一緒に行きましょう。母上。給与、大丈夫？母上、大丈夫です。しっかりしていてください。父上はすぐに来ますから。おい夫人、早く出て降参しなさい。独孤分業は敵国と通じ、国に背いた。独孤家軍を率いて抵抗を続けたが、すでに私が焼き殺した。もし降参すれば、孤児家父を憐れんで、正常に上場酌量を願い出よう。奴隷や下女として、かろうじて生き延びさせてやる。おっとよ。恥知らずの老族め。今日が独孤給与。もし大難を逃れれば、いつの日か、必ず自らの手で、この眷属の首を切る。給与、ここから逃げて。母上、この穴は小さすぎて、母上は出られません。矢に毒が塗ってある。母上はもう動けない。いいえ、母上、一緒に行きましょう。いい子、給与、我ら独孤家は、忠義の家柄ながら、関心に陥れられ、あなたが生き残ることで、初めて機会が訪れ、我ら独孤家軍の、148人の命の無念を晴らせるのだ。母上。早く行け、給与、早く行け。いい子、振り返るな、しっかり生きて。母上。ただ我が子が、愚直であれ、災いなく病なく、交換に至らんことを。給与、しっかり生きて。
あよう。が嫌。ボン。あよう。何をするの？どけ。俺はが父母を殺す。俺の父の母と毒コカの104名の命の仇を討つんだ。あなたは供養だ。教えて。話せ。あよ。話せ。俺はあいつを殺しに行くんだ。絶対にあいつを殺す。陳国公府は警備が厳しく、暗記が仕掛けられている。言ったって死ぬだけだ。なんでみんな死んでしまったんだ。俺一人だけ生き残って、なんでなんだよ、なんで。あよう。俺は12年間お前を探し続けた。お前が生きていてくれて、どれだけ俺が安心したかわかるか。安心しろ。12年前の毒コカの血の恨みは、俺が必ず何としてでも晴らしてみせる。おもしん。覚えてる。子供の頃の君は武芸が一番嫌いだったのに。どうして今になって辺境で名を轟かす大将軍になったんだ？これまでずっと。どれだけ辛い思いをしてきたんだ。君のために。毒コカのために。すべてを犠牲にしても構わないんだ。バカだね、あなたは。あよう。教えてくれ。追われていたとき、どうやって逃げ延びたんだ？あの時、俺の母親が必死に俺を洞窟から出してくれた。あの洞窟の下には、底知れぬ寒い淵が広がっていた。追っ手から逃れるために、丸一日その淵に浸かっていたんだ。思いがけなかったのは、この寒さによる病が自然に治ってしまったんだ。だけど同時に、内力も記憶も失ってしまった。
寒さによる病を治すには、確かに毒を持って毒を制する方法がある。それが地底の淵の水に浸かることなんだ。しかし、この方法は苦痛の極み。どうして君に使えようか。だから。君はリュウヤン NI を王府に残した。彼女も肝心を患っているからだ。君は彼女で薬を試した。私は彼女に機会を与えた。彼女が君のふりをしたかったからだ。生死等 SIO キヤオ SI チェン。直ちに出て生死を受けよ。あよう。この件は、じっくり考えよう。まずはゆっくり休んで。キヤオ SI チェン。リュグカの名誉回復は、難しい。もし今、リュグカと線を引くなら、まだ身を引ける。君のために。ルグカの名誉回復のため。この身が粉々になろうと。惜しくはない。キヤオ SI チェン。リュグカの名誉回復なんていらない。ただ君が平穏無事で、順調に生きてほしい。法天正皇帝命の利越 SIO は国境守備を怠り、辺境の軍領を消失させたこれが一罪。謁見して12年前のデュグ事件の機密文書を調べた。これが二罪。反逆者デュグ・エンキアオの妻、フェング・ヤンゼアオ旧族を戦績に落とす。男子は奴隷、女子は娼婦。キヤオ SI チェン合議組織として、生命を顧みず、密かに放火を長年庇護したこれが三罪鎮は心を震わせる。キヤオ SI チェンから、北条寺総指揮使の職を剥奪し、陳国公事案 BU ファンが暫定的に代行する。キヤオ SI チェンを罪を負みとして、辺境守備に就かせる近日中に出発12年間期間を許さず、禁錮。謹んで生死を受けます。エイチェン。君はデュグカのために十分尽くした。残りは私がやる番だ。あよう。四神、もう行くわ。もう私を探さないで。また会えて、あなたに嫁げたこと。これが天の恵みだった。私はもう12年も命を長らえてきた。今こそ私の責任を果たす番だ。毒コ化のために、148人の無念を晴らすこと。それが毒コ休養の使命だ。この世にもう失うものなどない。ただあなただけが私のたった一つのわがまま。生きて生き抜いて。やっぱり。少しも変わってない。ここがあの時父上が毒コ軍を率いて戦死した場所。
雲霊の一尺一尺の土に、毒コカ軍の血が染みついている。彼らが無念の死を遂げた怨霊は、今もここに泊まり、無念晴らしを待っている。父上、母上、無念の148人の毒コ軍の兵士たち。必ずや、あなた方の無念を晴らします。ガ家の老族に、血の借り落ちで変えさせます。誰だ、出てこい。毒子姉さん。どうしてあなたが、あなたの父、五郎読んでなければ、あの時、五四、いや、が貧行為と呼ぶべきだ。彼が毒子軍を裏切ったから、彼らは雲霊に閉じ込められて死んだんだ。私があなたを責める理由なんてない。あっちに行って。もう二度とあなたの顔なんか見たくない。毒子姉さん、わかってる。父が悪いことをしたって。父はよく悪夢を見てた。毎回、夢の中で叫んでた。大将軍、許してください。もし本当に両親が痛むなら、なぜもっと早く閻魔様の元へ行き、毒子軍に償わなかったんだ。それに、この世で長生きして。父は、何があってもこれを失うなと言った。人に渡すな、これは俺の命綱だって。でも、あなたは毒コーチの娘。あなたに渡すべきだと思う。これは、12年前、ガフハンと郷土の大使、予患者との内通。父を陥れた密書だ。この手紙。誰かに見せたりはしてない？父が言っていた、これを一生持っていなさいと。開けてはいけない。もし役人や宮中の者に会ったら、逃げられないときは、この密書を焼き捨てて、彼らにはこう言いなさい。この手紙は安全な場所に隠してある。彼らがこの手紙を見つけられなければ、私を傷つけることはできない。なるほど、12年前に。何品、下品は、甲府本が、必ずや自分を口封じに殺すと見越して、あらゆる手を尽くし、甲府本の、郷土との内通を称する密書を盗み、娘の命綱としたのだ。その密書が、一日でも甲府本の手に渡らなければ、御緑寺御水寺は安全だ。毒子姉様、この密書は大将軍に関するものですか？これを4、4、王子にお渡ししましょう。ダメだ。この密書は、絶対に誰にも知られてはならない。阿信は、すでに毒子家の一件で、辺境に左遷された。もし彼がまたこの密書を持って、陛下の前で甲府本を告発したら、あの老快な族に逆に言いがかりをつけられる恐れがある。やっつけろ。この148人の命を懸けた冤罪を晴らすのは、私の務めだ。上四神、上司神の仕事ではない。彼には雄大な裁略があり、民を思う心もある。彼はもっと大きな志を国家と天下に向けるべきだ。私の毒子家の救案に縛られるべきではない。でも、私たち2人だけでできるのでしょうか？私たち2人で。もちろんよ。父の借りは子が返す。父が過ちを犯したのだから。私が責任を取るのは当然。私は女だけど、それでも。天と地を貫く女だもの。そう、私たちは天と地を貫く女よ。小四神。これからは、あなたに肉骨茶を作ってあげられないわ。こんなにまずい肉骨茶なのに、あの人は以前、美味しいって言ったのよ。本当にバカね。ここに隠れて泣きじゃくっている人も、大してマシじゃないでしょ。
あなた、賞を受けて城を出たんじゃなかったの？あなたの姿が見えないと。どうして安心して出発できましょ私、言ったでしょ。もう私を探しに来ないでって。あなたはどこかの救援を追っている。陛下はすでにあなたに不満を抱いています。これ以上追求すれば、あなたは死ぬでしょう。12年前のこと。毒コカの冤罪を晴らし、名誉を回復すること。それは、毒コ級からに対する私の真意です。今、調査を続けることは、妻の宗養に対する私の定義です。夫人はまさか、私を無常無義の境地に追いやろうというのですか？それだけの価値がありますか？価値を問うことはありません。ただ、それを望むかどうかだけです。これからは、もう勝手に外さないでください。ただし、ある日、あなたが本当に私を愛していないなら、王様。宋お嬢様。王様、国境で強土の大軍が迫り、軍情は緊迫しています。すぐに帰還してください。あよう、必ず私が戻るのを待っていてください。あよう。私は必ず毒コカの冤罪を晴らします。時間をください。私が戻るのを待っていてください。約束します。小四神。今回は、約束を破ることになりそうです。もし来世があれば、私は願います。私たちが普通の夫婦になれますように。幼馴染として、白髪になるまで共に過ごせますように。毒コアネ、行きましょう。私も一緒に。宮殿で直訴します。緑寺、この行いは危険が多いと知っていますか？毒コアネ、私は死を恐れません。父が犯した過ちは、私が責任を負います。毒コアネ、陛下は毒コカの冤罪を晴らしてくれますか？父上、母上、剣の練習が終わりました。幼児、早く来て。汗だくですね。さあ、水を一杯飲んで。父上、またこの剣を磨いていますね。そうですね。これは当国の陛下が直々に課された剣ですから、十数年も肌身離さず持ち歩いています。大切な宝物です。幼児、こちらへ来なさい。父上。この剣は、当今の陛下が、
私たち独孤家に与えてくださった恩師です。当今の陛下は、得難い名君です。幼児、覚えておきなさい。我ら森へ。名君に巡り合え、忠誠を尽くし国を守り、国土を死守する。双心などない。父上、何百回も言われました。娘はもう心に刻んでおります。幼い頃、両親から教わりました。皇帝陛下は、名君でいらっしゃいます。民から慕われておられます。きっと小不反に惑わされたのでしょう。私がお前に出て真実を申し上げれば、きっと森家の冤罪を晴らしてくださいます。はい、森屋さん、参りましょう。一緒に宮中へ直訴いたします。緑寺。これからの道は、私一人で歩かせてください。大胆者。誰が冤罪の太鼓を叩くか。私は元大将軍森文博、都風雲省の娘。と休養、陛下にお目通りを願い、陛下に。12年前、雲霊で斬死した。148名の将士たちの冤罪を晴らしていただきたい。陳国公用はさすがに先見の明が終わりで、早くも、鳥への残党がここで冤罪の太鼓を叩くことをお見通しでした。妖言を弄して衆を惑わす。娼婦本のあの老狐。やはりやましいところがあって、私に正体を暴かれるのを恐れたのです。兄弟たち、陳国公様のご命令だ。都家の残党を見つけ次第、討ち取れ。褒美に銀100両。官位2階級特進。あよう。これから、いつもそばにいられるとは限らない。少しは自衛の術を身につけるべきだ。あよう、集中して、剣をもっと早く。寛永。王妃様、ご無事で。参上が遅れました。あなたは王子様と共に出陣されたのでは。どうしてここに？韓副将、我々は陳国公様のご命令を受けて、反逆者の維持を中殺する。まさか貴公は、陳国公用に逆らうつもりか。四王子の虎フレーここにあり。誰が無礼を働くか。これは、軍中の最高朝礼である古フレー。この礼拝を見るは、少子立つ直々のご到来に同じ。王子のご命令、我らは今日必ずや王妃様を護衛し、朝廷に参上させよとのこと。王子、大軍はすでに集結完了、いつでも出発できます。寛永、お前に残ってもらう。何ですって？あようの気性は、私が一番よく知っている。彼女の性格からして、私が兵を連れて出発した後、きっと、一人で小スベロギのもとへ直訴しに行く。王子、おっしゃるのは、私に残って、独孤様を見張れと？いや、彼女を守れ。彼女がやりたいことをさせてやれ。寛永。そろそろ呼び方を改める時だ。彼女は独孤供養だが、それ以上に我が少子心、運命を共にする主王妃だ。今後は彼女を、我が身を守るように守れ。承知いたしました。12年、ついにここまで来た。この工具、実に立派だ。父上、母上、もう少し待っていてください。よし。見てごらん。父上、桃の花だ。父さんがあちらへ連れて行ってあげよう。はい。母上、見て、ハスの花だ。
王妃様。金殿の仲間では、抹消は音もできません。ご安心を。抹消はここで守っております。どうぞご用件をお済ませください。ありがとう。全員、警戒せよ。この忌まわしい厄介者め、生きて金殿に来るとは。明、独国用、陛下にご拝謁。大胆。国賊の娘が、公然と大殿に上がるとは。聖画を驚かすとは、とんでもない。五輪軍はどこだ。早くこの幼女を引きずり出してきれ。五輪軍はどこだ。陛下、使用時。側近の副将、関英が、護符を持ち、聖病を率いて大殿の門外を守っております。五輪軍は、門外で阻まれております。けしからん。少子臣、謀反を企てているのか。陛下、この件は使用時。少子臣とは関係ありません。彼はすでに勅命を受けて辺境へ向かっております。私が密かにコップを盗み出し、関副将を騙し脅して、私を護衛させたのです。少女、今日命かけで陛下に拝謁いたしましたのは、12年前。雲霊にて無残に死んだ148名の英霊たちの、冤罪を晴らすためでございます。少女の父、独孤文幕は、忠義に厚く、決して国を裏切るようなものではございません。むしろ、ジアン BU ファンに冤罪を着せられた。全くでたらめだ。誰じゃない。有益は、京都の大使と内通し、謀反を企てた。幸い、私がすぐに正常に上奏し、精鋭を率いて、リュグエンキアオとその瞳を、雲霊で銃殺した。口汚い誹謗だ。あの時、お前は父の副将だったのに、作戦図を盗み出し、密かに風栄チーヤンに渡した。そのせいで我が軍は大敗し、父が、風栄チーヤンと内通した手紙を偽造し、正常を騙した。正常にリュグ下軍を、雲霊で焼き殺させた。お前、リュグジュウヤを。これらはすべてお前の一方的な言い分だ。証拠はあるのか。一品の重臣を布告すれば、領地の刑に処せられるぞ。陛下。この手に持っているのは、ジアン BU ファンが、風栄チーヤンと内通した密書です。彼らの死因が刻まれており、偽造できません。見せよ。これはとんでもない。陳国公ジアン BU ファンを除く。他の遊びは退化せよ。どうか正常、無実の罪で死んだドゥグ下軍のために、ジアン BU ファンを厳罰に処してください。陳国公。陳によく見せろ。これはお前の直筆か？陛下、老臣は冤罪です。陛下、今となっては認めないでしょう。彼は当時。もし冤罪なら、これを焼いてしまえ。12年前の古い話は、すでに決着がついている。陳はこれ以上議論する気はない。陛下。陳、賞を受けたまわります。お前か。魏高公は大内総監として天使の命令のみを受ける。だからあの夜、ウエスアイを暗殺した者は、ジアン BU ファンではなく。なるほど、皇帝はとっくに知っていた。リュグカは冤罪だったと。大胆なデュグジュウヤを。我が艦を誹謗するとは、領地の刑、3日間の市中引き回しに値する。なるほど。父は誰かに陥れられて死んだのではなく、功績が主君を脅かし、君が真を死なせた。だから、真は死なざるを得なかった。なるほど。
私の両親が命を懸けて擁護した皇帝は、なんと、心が狭い暗君だった。大胆、生は小であって独子ではない。天下の万民は、真にひざまずいているのだ。大将軍独子文隆ではない。幸いなことに、お前の父親は国に背いた。その心は憎むべきであり、その罪は誅すべきだ。罪を着せようと思えば、口実に事欠くことはない。菅将軍。副将の官営。お前は罪人の娘、独子休養と結託し、兵を率いて金田に入り、謀反を企てた。義皇后。すでに1000人の近衛軍を呼び寄せ、護衛に来させた。ここでお前たちを処刑する。王妃。視野に。これまではいつもあなたが私を守ってくれた。こんにちは。私があなたを守る番よ。独子休養。もし今すぐ降伏し、ひざまずいて過ちをしたためれば、陳は、お前の前死を止めてやろう。クソったれの皇帝。あの時、父上が雲霊であなたに閉じ込められて死んだ時、最後まで、降伏しなかった。独子家の者は戦死を選ぶ。決して降伏はしない。大胆者め、捕らえよ。小子神、今度は、あなたを待てないかもしれない。王子。小子神。もう二度と、あなたに会えないと思っていた。どうしてあなた一人を残しておけようか。この不届き者。飯もなく勝手に京に戻り、金田に乱入するとは。小子神、謀反を企てているのか。秦は威信など微塵も抱いておりません。陛下。外は小子神の親衛隊でいっぱいです。我々の近衛軍はすでに制圧されました。さっき退出した文武百官も、金殿の外に留め置かれています。子神、一体何をするつもりだ。父上、12年前の独子軍の一件には裏があります。陛下、賞を下し、独子軍の汚名を注いでください。どうやら今日は、陳がお前に従わざるを得ないようだな。陛下、12年前の旧案は、とっくに決着がついています。甲府本。使用時。12年前、独子文隆の謀反事件。しかし、認証も物証もある。再審を求めるなら、証拠が必要だろう。厚かましい。証拠は今、あなたが焼いた。なら証拠はないな。四王、今日、重兵を率いて金田を取り囲んだのは、ただの女のためか。天下の笑い者になるぞ。陳国公、こうてるな。証拠がないと誰が言った。人を連れて来い。やめて。殺さないで。12年前、誰と内通して謀反を企てた。いえ。あの人です。大声で。外の文武百官に、はっきり聞こえるように。甲府本です。12年前、彼が密書を送り、文記を漏らした。独子文隆ではなく、彼の副官です。甲府本、黙れ。でたらめを。なるほど、これが彼の計画か。皇帝が独子家の再審をしないと、初めから知っていた。
だから恵比寿はガオを捕らえ、文武百官を強引に残し、証人とした。鉄証を前に、皇帝に再審を迫ったのだ。陛下。お聞きになりましたか？陛下、甲府盆を処刑するようご下命を。独孤軍の汚名を注ぎ、大将軍独孤文高と、一品婦人風雲賞の潔白を証明してください。大将軍は濡れ衣だったのか。真の謀反人は、甲府盆です。陛下、お願いします。在神へ不凡を処刑し、独孤将軍の汚名を注いでください。陛下、12年前、雲霊で冤罪で死んだ。148名の独孤軍兵士の汚名を注いでください。陛下。かつて老臣も、一時の迷いでした。ではひとまず、甲府盆を小国寺に収監し、12年前の救案を調査した上で処置する。謹んで命を受けます。皇帝はまだ彼の命を守るつもりか。4王、また何かご命令が。大胆な。超四神、よくもそんなことを。臣、罪を認めます。これは父上から賜った名刺の金牌です。父上。どうか真の死罪をお許しください。陛下。小子たちは少なくとも5000の精鋭を連れてきました。すでに門外で金殿を包囲しています。しかも、小子たちの軍中での異謀を考えれば、古府がなくても軍を動かせるでしょう。大胆な将のため、朝廷で重臣を誅殺するとは、死罪は免死罪は免れずすべての職務を剥奪する。庶民に落とす。12年前の独孤家軍の件については、陳がお坂部に命じて、改めて徹底的に調査し直し天下に公表する。陛下。ご秀明で。皇后様。もう一度陛下にお願いしてみてください。長年の情けに免じて、命だけは助けてくださるかもしれません。崖はもう潰れました。彼は私を許さないでしょう。皇后様。ひざまずいて勅使をお受けください。陛下はこれだけ念の夫婦だったのに、最後の一目も、会いに来てくれないのですか？陛下は、公務でお忙しい。この勅使は、わざわざお読みいただかなくても結構です。
皇后。小菓子。主上のご幸運に感謝いたします。皇后様の日がお見送りいたします。王子ようやくお帰りになりましたね。どこかの件は。すでに冤罪が晴れました。お忙しくなられましたね。ご囚人部が救済員を横領したので、どんな時間がかかりました。ではどうですか。ゲー娘が到着して出産の準備をしています。よし。痛い。卑弥呼街でお待ちください。痛い、すごく痛い。私は医者です。手伝えます。だんだん凶暴になってきましたね。左年衣館に来たばかりの時。奥様に身を寄せた時はまだおとなしかったのに。全部聞こえましたよ。私が怖いって言うんだね。ヒヤオエスアイチェン、全部あなたのせいよ。はいはい、全部私のせいだ。この痛み止めどうして効かないんだろお坊ちゃん、女の人の出産の痛みは止められないんです。奥様にはもう少し我慢してもらうしかありません。奥様頑張って。奥様。あやお、自分の手を噛まないで。ほら、噛むなら私を噛みなさい。奥様頑張って。あやお、怖がらないで。私がいるから。頑張れ。生まれました。母子ともに無事です。男の子が生まれました。よかった。何を急いでるの。あなたたち4人はまだ独身なんだから。空気が読めないわね。あの3人家族にゆっくりさせてあげなさい。ヒギアールさ、私たちは急いで奥様たちに。食べ物私も行く。菅のお坊ちゃん、何をぼんやりしてるの。早く手伝いに行きなさい。あ、はい、行きます。今すぐ行きます。あやお、お疲れ様。大きくなったらお母さんを大切にするんだよ。生まれてくるだけでこんなに手間をかけるなんて。どうしてあの子とそんなに意地を張るの。だってあなたがあまりにも大変そうで心配なんだもん。この子は、これ一人で十分だ。これは私たちの子供だ。どんなに大変でも私は嬉しいよ。もういいよ、そんなに眉を潜めないで。あなたが笑ってる顔が好きなんだ。エイチェン、この子にどんな名前をつけようか。ヒュワイグアングと名付けよう。ヒュワイグアング。いつどこにいても。彼の心がヒュワイグアングのように明るく天下に咲き分けるものでありますように。